TBS のスポーツバラエティ番組、サスケ。一般公募で選ばれた100人が、巨大なアスレチックに挑戦するという内容です。1997年に始まったサスケは、25周年を迎える2022年には第40回記念大会の放送も予定されています。そんなサスケは、単なるバラエティ番組でありながらも、数多くの出演者の人間ドラマも視聴者を引きつける魅力となっています。挑戦者たちの歴史やドラマを知れば知るほど、サスケをより深く楽しめるでしょう。というわけで今回の動画では、そんなサスケのこれまでの歴史を全10章に分けて振り返っていこうと思います。非常に長い動画となっておりますが、最後までご覧いただけると幸いです。1997年、国民的アニメ、ポケットモンスターの放送が開始し、空前のポケモンブームが大きな話題となっていた頃、この地球に突如として鋼鉄の魔杖が現れます。魔杖の名は、サスケ。当時、TBS 系列で放送されていた伝説的なバラエティ番組、筋肉番付のワンコーナーとしてサスケがスタートするのでした。筋肉番付とは、運動自慢のスポーツ選手や一般人を集め、様々なチャレンジをするという内容のスポーツバラエティ番組です。困難な競技に挑戦し、成功したら賞金200万円をもらえるというのが番組の基本的な構成になります。例えば、ホームベース上に置かれた9枚のパネルを野球ボールで射抜く、ストラックアウトなどの人気企画も、この番組で誕生したのです。サスケは、筋肉番付史上最大スケールのアトラクションというコンセプトで誕生し、4つのアスレチックをすべてクリアできれば賞金の200万円がもらえるという内容でした。そんなサスケは、近年ではスポーツのような側面が強くなっていて、アスリート並みの鍛錬を積んだ選手たちによる人間離れしたパフォーマンスや人間ドラマが番組の大きな魅力となっています。しかし、初期のサスケはバラエティ番組としての色が強く、運動自慢の一般参加者100人が集まるお祭り企画といった感じだったのでした。例えば、第1回サスケのステージ構成を見てみると、今のサスケとの違いがよくわかると思います。近年では、屋外の緑山スタジオに組まれた巨大セットが名物の一つとなっているサスケですが、当時は屋内で収録が行われ、セットも今と比較するとこじんまりとしたものでした。水の流れる遺跡をモチーフにしたというファーストステージですが、屋内収録では地面に池を掘るわけにもいかず、ステージのところどころに水を模した装飾や、ビニールプールが置かれていました。そんなファーストステージのエリアは、回転するローラーが並んだ坂道を駆け上がる、滝登りから始まります。その後は丸太にぶら下がってじりじり進む、ぶら下がり丸太。滝登りを反転させた、滝下り、と進みます。そして、第4エリアは傾斜50度の坂道を駆け上がる、そそり立つ壁。サスケの名物エリアである、そり立つ壁は第1回サスケには登場せず、代わりにこのエリアが置かれているのでした。その後はバランス系のエリアである、揺れる橋へ進み、丸太下り、フリークライミング、壁登りを越えればステージクリアとなります。当時のファーストステージは、サスケ名物のトランポリンを使ったアトラクションなどはなく、公園のアスレチックのような雰囲気すら感じられると思います。フィジカル的な難しさだけで言えば、いわゆる運動神経の良い人であればクリアできるような難易度で、第1回サスケでは23人がファーストステージをクリアするのでした。また、工場のような機械仕掛けの場所をモチーフにしているというセカンドステージも今のサスケとはかなり様相が異なります。近年のサスケにおいて多くの選手を苦しめているサーモンラダーやバックストリームといったエリアはまだ存在していなかったのでした。一方で、
セカンドステージには今のサスケでも残っているようなエリアもいくつかありました。両手両足を開いて壁に張り付く、スパイダーウォーク。ベルトコンベアをハイハイで逆走する、逆走コンベア。30キロ、40キロ、50キロの壁を持ち上げて下をくぐる、ウォールリフティング。これらのエリアは今でも形を変えて残っているのでした。そして、第1回のサスケでは6人がこのステージをクリアし、サードステージに進みます。第1回サスケでのサードステージ、ここが今のサスケと比べて最も雰囲気の異なるステージかもしれません。崩壊していく天空の城をモチーフにしたというサードステージは、全3エリアで構成されていました。第1エリアは、不安定な足場を渡って向こう岸を目指す、ポールブリッジ。回転する運転を渡る第2エリア、プロペラ運転。そして、地面から生えた棒高跳び用のしなる棒を伝って進む、針山。これを越えればサードステージクリアという構成でした。最近のサスケでは、何かにぶら下がって進むようなエリアばかりで構成されているサードステージですが、第1回サスケのサードステージにはぶら下がりエリアはほとんどありませんでした。また、サードステージといえば、超高難易度のアトラクションが出揃う難関ステージというイメージを持っている方も多いでしょうが、初期のサスケのイメージは全く異なるものだったでしょう。そして、最後の難関、ファイナルステージ。宇宙へ脱出するためのカタパルトをモチーフにしたというこのステージは、スケールこそ違えど近年のサスケのファイナルステージに近いものでした。初代ファイナルステージは、15メートルの綱を30秒で登り切ることができればクリア。このステージだけは他のステージと比べてもずば抜けて難しいものでした。当時は、ファーストステージからファイナルステージまで1日で収録していたこともあり、収録で疲れ切った状態でこのステージをクリアするのはアスリートですら簡単なことではないでしょう。第1回サスケでは4人がこのステージに挑みますが、誰も完全制覇は達成できませんでした。では、そんな第1回サスケでの主な出場者を見ていきましょう。後に、ミスターサスケと呼ばれるようになる山田勝美や、サスケオールスターズの一員として大活躍することになるガソリンスタンド店員の山本慎吾などが当時から出場していました。しかし、当時の番組内で注目されていたのは、素人参加者である彼らよりも運動自慢の芸能人選手だったように思います。特に、筋肉番付の様々な企画で活躍していたスポーツタレントは大きく注目され、大活躍していました。筋肉番付の姉妹番組であった、スポーツマンNo.1決定戦でも活躍していたアクション俳優のケイン小杉は、サードステージまで進みます。そして、最近では改名と書道のイメージの強いお笑い芸人のお猿も、当時はスポーツタレントとして人気を博しており、本名の大森明名義で出場してなんと最優秀成績を収めるのでした。そんな第1回のサスケは筋肉番付内でも人気企画となり、続編の制作が決定します。1998年秋には、収録現場を屋外の緑山スタジオに移し、第2回のサスケが開催されるのです。この回では、サードステージにあの名物エリア、タイプスライダーが初登場します。2本のパイプに乗ったバーにぶら下がり、体重移動でバーを滑らせて前進するエリアです。そんな第2回サスケでも完全制覇者は一人も現れなかったのですが、この収録が終わった後にある男の体に異変が起こることで、サスケの未来が大きく変わることになります。男の名は、山田勝美。彼は、第1回、第2回のサスケで共にセカンドステージでリタイアとなっています。同じ相手に2度負けた。その悔しさが山田の魂に火をつけ、
サスケ選手としての山田勝美が覚醒するのでした。なんと、山田勝美はリタイアしたスパイダーウォークのセットを自宅に作ってしまいます。第2回大会の収録時点では、サスケが定期的に開かれるどころか、第3回の開催すら決定していなかったにもかかわらずです。この山田勝美の狂気は、当時の視聴者に大きな衝撃を与えることになります。とにかく第2回大会でのリタイアが悔しかったようで、山田勝美の中に眠るサスケ魂に火が灯った瞬間でした。そして、山田勝美の魂はさらに熱く燃えたぎっていくことになり、他の選手の気持ちにも火をつけていくこととなります。また山田勝美の思いは、番組を制作するスタッフにも大きな影響を与えていくこととなり、現在世界中を熱狂させるサスケを作り上げるきっかけとなっていくのです。山田勝美が世界最古の自作サスケセットを建立してから約半年後、1999年の春に第3回のサスケが放送されることが決定し、収録が行われるのでした。ファーストステージには、丸太にまたがってレールを転がって進む名物エリア、ローリング丸太が新設されます。なんとここで40人以上がリタイアすることになるのですが、山田勝美にとっては全く問題なし、ファーストステージは楽勝で突破します。そして自作セットによる練習に加え、15キロ近い減量を敢行してきた山田勝美は、宿敵のスパイダーウォークを驚異的なスピードでクリアし、セカンドステージも突破するのです。さらに、ガソリンスタンド店員の山本慎吾、お笑い芸人の大森晃らと共に、ファイナルステージまで進出するのでした。当時のサスケでは、完全制覇者は一人もいなかったどころか、ファイナルステージを惜しいところまで登った人すらいません。そんな中、山田勝美はゴールまであと30センチかというところまで迫ります。惜しくも完全制覇は達成できなかったものの、歴代でもダントツの成績を残し、完全制覇に最も近い男、と呼ばれるようになるのでした。そして、彼の異常なまでのサスケへの執着と、超人的な身体能力に番組スタッフも興味を示すようになります。これまでは、ただ出場者たちがステージに挑戦する様子を淡々と放送していたサスケですが、第3回のサスケで初めて番組の途中で VTR が挿入されるようになるのです。セットを自作し、狂気のトレーニングを積む山田勝美の人間ドラマにフォーカスした VTR の挿入は、革新的な演出だったと言えます。ただのバラエティ番組だったサスケは、スポーツとドキュメンタリーがミックスしたような独特な雰囲気を醸し出すようになり、爆発的な人気番組となるきっかけになるのでした。第3回大会が終わった後、山田勝美は完全制覇達成に向け、ファイナルステージのトレーニングを本格的に開始します。さすがにファイナルステージの自作はできなかった山田勝美は、知人から借りたクレーン車に20メートルの綱をぶら下げてステージを再現するのです。もちろん命綱なし、落ちたら死のリスクもあります。山田勝美はこのような極限状態で、サスケ完全制覇のために鍛錬をするのでした。そして、そんな山田勝美には、宿命のライバルとも言える男がいました。北海道の元毛ガニ漁師、秋山和彦。サスケが始まる以前、山田勝美と秋山和彦は、筋肉番付のクイックマッスルという企画で出会っています。これは、3分間に何回腕立て伏せができるかを競う企画で、全国から体力自慢の素人参加者を募っていたのです。山田勝美と秋山和彦はそんなクイックマッスルのトップ選手で、特に秋山和彦は3分間で307回の腕立てという番組記録を保持していました。しかし、彼らの直接対決ではまさかの秋山和彦の敗北。秋山和彦は、サスケでの山田勝美へのリベンジに燃えることになるのですが、彼はその超人的な身体能力をサスケではうまく活かせずにいました。
のも、秋山和彦はサスケにおいて致命的な弱点を持っていたのです。先天性の弱視のため、なんとサスケのステージがほとんど見えていなかったのです。特に、辺りが暗くなるといつも以上に見えづらくなることもあり、夜の収録となるセカンドステージを苦手としていました。初めて挑戦した第2回のサスケでは、スパイダーウォークで手元が見えず慎重になってしまい、ゴール目前でタイムアップ。半年後の第3回サスケでは、5連ハンマーで足元の平均台がほとんど見えず、一瞬の躊躇が命取りとなりまたしてもタイムアップで終わるのでした。それでも、ハンディキャップを言い訳に諦めたくないという思いからか、録画したサスケを何度も見返してセカンドステージの研究を行う秋山和彦。さらには、まだ見ぬファイナルステージを見据え、当時通っていた盲学校の体育館にあった7メートルの綱を、10キロの重りを背負って登るトレーニングを行うのでした。こうした中、1999年秋に、第4回サスケが開催されます。前回大会でファイナルステージまで進出した山本進吾は98番で登場。今大会前にガソリンスタンドのアルバイトから正社員へと昇格しており、サスケに向けても山田勝美の影響を受け減量を敢行。仕事、サスケともに充実した状態で挑むこととなります。99番は、お笑い芸人のお猿こと大森明。今では想像もつきませんが、第1回から第3回のサスケすべてでファイナルステージまで進出している実力者でした。そして、山田勝美は自身初のゼッケン100番をつけての登場です。彼は番組の顔として、しんがりを務めることになるのでした。また、97番はケイン小杉、96番はケイン小杉の弟のシェイン小杉が登場し、有力選手が終盤にまとめられました。このように、有力選手や人気選手が90番台後半にまとめられる演出もこの頃から定着していきます。また、未だサードステージに進出経験のない秋山和彦は、86番という比較的若い番号で登場しました。そんなサスケ第4回大会ですが、ファーストステージから波乱が巻き起こります。山本進吾、大森明の2人がファーストステージで脱落してしまうのです。なお、大森明はこれ以降どんどん難易度が上がっていくファーストステージをクリアすることはなくなってしまいます。一方、秋山和彦は今回もファーストステージをクリア、さらに宿敵セカンドステージもついに突破し、山田勝美、ケイン小杉らと共にサードステージまで進むのでした。サードステージまで進んだ猛者たちを待ち受けるのは、衝撃の新エリアでした。3センチの突起に指をかけてぶら下がる新エリア、クリフハンガーが登場したのです。サードステージの代名詞と言えるクリフハンガーですが、当時はまだ飛び移りや段差などはなく、シンプルな形状でした。しかし、これでも当時の衝撃は凄まじく、こんなエリアをクリアできる人がいるのかと思った方も多いでしょう。クリフハンガーにパイプスライダーというサードの名物エリアも出揃い、難易度はまだまだ低いものの今のサスケのサードステージにかなり近い構成になっていきます。超難関のサードステージでは、元体操選手の池谷直樹などの有力選手も次々と散っていく中、ついに一人目のクリア者が現れます。元毛ガニ漁師、秋山和彦。時間無制限で純粋な身体能力を試すこのステージは秋山和彦にとって得意分野。新エリアもものともせずゴール地点にたどり着くのです。そして、ゴール後のインタビューで、あとは山田さんがついてくると思うんで、と語ります。ところが、なんと山田勝美やケイン小杉はクリフハンガーでリタイア。結局、
ファイナルステージ進出者は秋山和彦ただ一人となるのでした。もともと自衛隊員としてレスリングでオリンピック代表を目指していた秋山和彦は、弱視のせいで夢を諦めています。その後、家業である毛ガニ漁師を継ごうとしたものの、これも弱視のため船舶免許が取れず諦めざるを得ませんでした。現在は、鍼灸師の資格を取るために盲学校に通う彼にとって、サスケは最後に残された夢舞台だったのです。しかし、盲学校の体育館で練習に使っていた綱はたった7メートル。サスケ完全制覇を達成するにはその倍以上となる15メートルの綱を30秒以内に登りきらなければいけません。オリンピックのメダリストも、宿命のライバルの山田勝己も、これまで延べ11人が挑んだにもかかわらず誰一人クリアできなかったサスケのファイナルステージ。果たして秋山和彦に勝機はあるのでしょうか。そして、いよいよファイナルステージが始まると、秋山和彦は綱登りの練習の成果を発揮します。これまでの挑戦者とは明らかに違うスピードで一気に綱を登るのです。実況の古舘一郎も、ステージ開始直後に、これはいけそうだ、と感じたと言います。秋山和彦は約6秒を残し、人類で初めてのサスケ完全制覇を達成してしまうのです。ゴール地点で、ずっと一番になりたかった、とつぶやき涙を流す秋山和彦。数々の夢を諦めてきた男が、サスケという新しい人生の舞台を見つけた瞬間でした。秋山和彦の完全制覇後、ステージから降りてきた彼の元に山田勝己が駆け寄り、二人の男はハイタッチ。そして、山田勝己は秋山和彦をサードステージの池に投げ入れた後、彼も池に飛び込んで完全制覇を祝福し、番組はエンディングを迎えます。ただのバラエティ番組のワンコーナーとして始まったサスケ。そんなサスケは、山田勝己の手によって人間ドラマに昇華し、秋山和彦の手によって奇跡の物語が紡がれました。しかし、彼らの活躍も長いサスケの歴史における始まりの1ページに過ぎません。ここから、サスケという番組で様々な伝説が生まれていくことになるのでした。究極のサバイバルアタック、サスケ。1999年秋の第4回大会で、史上初の完全制覇が達成されました。人類で初めてサスケの頂点に登った男は、秋山和彦。ファイナルステージのゴール地点に踏み入れた彼の小さな一歩は、人類にとっての大きな一歩となりました。また、秋山和彦以外にも、サスケで活躍する常連選手が現れていきます。完全制覇に最も近いとされながら、惜しくも栄冠をつかみ損ねた山田勝己。サスケでその名を全国に知らしめることとなったガソリンスタンド店員、山本慎吾。後にサスケオールスターズと呼ばれるようになる彼ら3人も、サスケが終わると日常生活に戻っていきます。秋山和彦は、第4回大会が終了した後に当時通っていた盲学校を卒業し、鍼灸師の資格を取得するのです。そして、完全制覇の賞金200万円を使い、秋山治療院を開業、指圧師としての道を歩んでいくこととなります。山田勝己は、第4回大会でリタイアしたクリフハンガーのセットを自宅に制作、さらにハードな練習をこなし、2人目の完全制覇者の座を狙います。サスケの練習に没頭する山田勝己は、仕事中にもサスケのトレーニングを何度も行っていたことが会社にバレてしまいます。次のサスケの収録が迫る中、
サスケと仕事の二択を迫られた山田勝美は、サスケを選び仕事をクビになるのでした。山本進吾は、ガソリンスタンド店員としての日常を過ごしつつ、当時付き合っていた英子さんとの結婚を考えるようになります。公私ともに充実した日々を送る中、仕事の合間を縫ってガソリンスタンド内に作ったサスケセットで練習を重ねていくのでした。また、彼ら3人の活躍は、サスケの視聴者にも大きな影響を与えていきます。高知県の小学生、森本裕介。ある日、父親に、面白そうな番組やってるぞ、と声をかけられテレビを見ると、そこには鋼鉄の魔女と戦う山田勝美の姿が映し出されていました。一瞬にしてサスケの世界の虜になってしまった少年は、その夜、自分の世界はサスケしかないと確信します。森本少年は、小学生ながらサスケのトレーニングに打ち込んでいくようになるのでした。そうして秋山和彦が伝説を残した第4回大会から半年後、2000年の春に第5回サスケが放送されます。今大会、秋山和彦は治療院の開業のために欠場。ゼッケン100番は山田勝美が身につけることとなります。そして99番は大森晃、98番は山本進吾となり、半年前のサスケと同じく当時の有力選手3人がトリを務めることとなります。そんな彼らは、サスケ第5回大会の収録現場で、驚きの光景を目にすることとなります。全ステージに大リニューアルが施され、考えられないような難関エリアが出揃っていたのです。ファーストステージから超難関のエリアが登場し、助走をつけてトランポリンでジャンプし、ネットをつかむ、ジャンプハングが初登場します。このジャンプハングはトランポリンを使った初のエリアで、今のサスケでも同様のトランポリンを使用したエリアがジャンプハングの後継として挑戦者を沼に引きずり込んでいます。さらに、ジャンプハングの次にはあの有名な、反り立つ壁が控えています。湾曲した壁を駆け上がる反り立つ壁は、今ではサスケのファーストステージの代名詞とも言えるエリアになっており、数々の挑戦者の行く手を阻んできました。こうした難関エリアを事前情報も一切なしに初見でクリアできるものはほとんど現れず、数々の運動自慢やアスリートも次々とリタイアしていくこととなります。前回大会のサスケでは37人がファーストステージをクリアしましたが、なんと第5回大会では73人が挑戦した時点でクリア者が0人だったのです。秋山和彦の完全制覇によって凶悪とも言える進化を遂げてしまったサスケ。もはや、ファーストステージで100人が全滅する可能性すら見えてきました。番組スタッフの中には、あまりの惨状に収録のやり直しを提案する者もいたそうです。そんな中、74人目の挑戦者となったのは、後にサスケオールスターズと呼ばれるようになる消防士、武田俊弘でした。岐阜県揖斐郡の消防士、オレンジ色のパンツがトレードマークの武田俊弘は、今回のサスケが初出場。彼はなんと一人目のファーストステージクリア者となり、鮮烈なデビューを果たします。そしてゼッケン98番の山本進吾。彼も危なげなくファーストステージをクリアし、常連選手のポテンシャルの高さを見せつけます。続く99番の大森晃は新設されたジャンプハングでリタイア。2大会連続のファーストステージで敗退となりました。大トリを飾るのは山田勝美。危ない場面もあったが無事ファーストステージをクリアします。結局、ファーストステージをクリアしたのは武田俊弘、山本進吾、山田勝美のわずか3名。前回の37人と比べて10分の1以下となってしまいました。続くセカンドステージ、武田俊弘はスパイダーウォークでリタイア。山本進吾は制限時間ギリギリになりながらもなんとかクリアします。そして山田勝美の挑戦です。
完全制覇に向けて仕事をも捨ててサスケに挑戦する彼にとって、セカンドステージは通過点に過ぎないはずです。ところが、なんとスパイダーウォークで足を滑らせリタイアしてしまうのでした。山田勝美は、第2回大会のサスケでスパイダーウォークでリタイアして以来、自宅のセットでスパイダーウォークの練習は相当量積んできたはずです。本人としても、もはや得意中の得意エリアだと確信していたスパイダーウォークでまさかのリタイアしてしまい、自身の肉体や練習への不信感も募っていく結果となるのでした。そして、ここで生まれたであろうスパイダーウォークへの不安感が、後のパートで語るとんでもない事件のきっかけとなるのです。結局、サードステージに進出したのは、ガソリンスタンド店員の山本慎吾ただ一人となってしまいます。今回からは、サードステージも大幅にリニューアルされ、さらに難易度が増しました。第2エリアには全身を突っ張り棒のようにして体を支える、ボディープロップが新設され、これから数々の挑戦者を落としていくエリアとなります。また、前回大会で初登場したクリフハンガーがマイナーチェンジし、30センチの上り段差がつきました。ただでさえ凶悪な難易度だったクリフハンガーがさらに難しくなったのです。まさに人知を超えた難しさに進化したサードステージですが、たった一人で挑む山本慎吾のコンディションは良好とは言えませんでした。脱臼癖があるという左肩、セカンドステージ挑戦前からその肩が痛み始め、入念なテーピングを施しての挑戦となっています。左肩の古傷に激痛が走る中、一人戦いの場に赴くのでした。もはや絶体絶命の状態ですが、左の肩をかばいながら新エリアのボディープロップを突破。さらに、初体験のクリフハンガーもなんとクリア。サードステージ最終エリアであるパイプスライダーまで到達します。いよいよ左肩が限界を迎えた山本慎吾は、パイプスライダーの最後の着地に失敗しリタイアとなってしまいますが、その活躍は視聴者にも大きなインパクトを残しました。そして、サスケ第5回大会は、ファイナルステージの挑戦者が現れることがなく幕を閉じたのです。秋山和彦の完全制覇によって、ファイナルステージのリニューアルが敢行されましたが、その姿を現すことなく今回の大会は終了してしまいました。第5回大会の後、山本慎吾はかねてから交際のあった英子さんと入籍を果たし、さらに勤務先のガソリンスタンドの所長に出世します。講師、サスケ、すべてが順調に進んでいくのでした。一方の山田勝美は、今回新設されたボディープロップのセットを自宅に製作。次回大会での完全制覇に向けて練習を続けます。また、第5回大会の直前に仕事をクビになっていた山田勝美は、その後再就職することもなく、人生の持てる時間をすべてサスケに費やしていくのでした。もはやオーバーワークとも言えるトレーニングをこなし、確実に完全制覇に近づいていくのです。あくまで人生最大の趣味としてサスケを楽しむ山本慎吾と、己の全てを捨ててまでサスケに挑む山田勝美。対照的な二人の姿勢は、サスケの結果にも現れていくことになります。また、唯一のサスケ完全制覇者である秋山和彦も、2度目の完全制覇という偉業に向けて肉体をいじめ抜いていきます。そして2000年の秋、サスケ第6回大会が放送されるのでした。今回は、2大会ぶりの出場となる秋山和彦がゼッケン100番を背負うこととなります。また、消防士の武田俊弘も緑山スタジオに再び姿を見せ、余裕を持ってファーストをクリアします。そして半年前の主役、山本慎吾はなんと序盤のローリング丸太で脱落してしまい、第4回大会以来のファーストステージリタイアとなりました。
ゼッケン99番は山田勝美。あまりの練習のしすぎで体調を崩していましたが、ファーストステージは問題なくクリアしセカンドに駒を進めます。1年ぶりのサスケ挑戦となる秋山和彦。ゼッケン100番を背負いファーストに挑みます。まさに最強のサスケキングとも言える秋山和彦。守護神の毛ガニを背負い、ファーストステージのスタート地点に立ちます。しかし秋山和彦は、なんとファーストステージのジャンプハングでリタイアしてしまいました。先天性の弱視を患っている秋山和彦は、距離感をうまくつかむことができなかったのでしょう。リタイア後、泣き崩れる秋山和彦に、山田勝美が歩み寄ります。また次頑張ろうと声をかけるのでした。そして、セカンドステージ、サードステージと収録が進み、残った挑戦者たちも少しずつ脱落していきます。消防士の武田俊弘やアクション俳優のケイン小杉は、サードステージのボディープロップで全身の筋肉を震わせリタイア。サードステージまでに99人が散り、山田勝美が最後の生き残りとなります。サードステージのスタート地点で、完全制覇できたら死んでも構わない、と語る山田勝美。サスケのしすぎで完全に体を壊していた山田勝美は、まさに命をもかけてサスケ完全制覇に挑みます。初めて挑戦するボディープロップは、自作セットでの練習通り問題なくクリア。そして、1年前に涙を飲んだクリフハンガーにもリベンジを果たし、余力を残して最終エリアのパイプスライダーに到達しました。体を振って少しずつ前進する山田勝美。そして、いよいよ最終地点にたどり着き、残すはパイプスライダーの最後の着地。体を大きく振ってゴール地点にジャンプします。山田勝美は見事ゴールへの着地も成功させ、緊張で張り詰めた会場は一瞬にして祝福のムードに包まれます。1年半ぶりにファイナルステージへの切符を掴んだかに見えた山田勝美ですが、ここで事件が起こるのでした。山田勝美はなんと体のバランスを崩し、ゴール地点の横に転げ落ちてしまいます。会場にいる他の選手や番組スタッフがどよめきます。コースアウトで失格となった山田勝美。すべてのエリアを完全に対策し、完全制覇できる肉体を仕上げてきたにもかかわらず、サスケの神は彼に微笑んでくれないのでした。こうして山田勝美の夢はまた儚くついえ、第6回のサスケは幕を閉じたのでした。第6回大会終了後、山田勝美は崩した体調がなかなか戻らず、医者からサスケを禁止されます。山田勝美の体調が回復するまでに半年ほどかかり、ほとんど寝たきり状態で体力も落ちきったまま、第7回のサスケの収録が迫ってしまうのでした。そんなある日、サスケのスタッフ宛てに1本のビデオテープが送られます。このテープには、驚きの映像が映っていました。宮崎の漁師、長野誠。彼が船の上で腹筋運動や逆立ちをしているのです。スタッフが見たテープは、長野誠がサスケ出場に向けて自ら作ったプロモーションビデオだったのです。中学を卒業してすぐに漁師になった長野誠は、1年のうちの300日以上を海の上で過ごす過酷な日々を送っていました。青春時代もなく、仕事漬けの日々を送るある日、彼は仕事仲間にあるビデオを見せてもらいます。そして、長野誠はそのビデオに映っていたある男に、衝撃を受けることとなるのです。男の名は、山田勝美。長野誠が見たビデオがまさにサスケで、そこに映っていた山田勝美の姿に衝撃を受けることとなります。
仕事をも捨ててサスケに挑む山田の姿は、仕事漬けの長野誠とは対照的なもので、彼は徐々に山田の生き様に強く惹かれていくようになります。自分より年上の男がただのアスレチックに人生をかける様を見て、自分にはなかったはずの青春がサスケの世界にあると思ったのかもしれません。こうしてサスケ出場を心に決めた長野誠は、自らのプロモーションビデオをスタッフに送り、見事出場権を獲得するのでした。2001年春、第7回のサスケが放送されます。ゼッケン87番で挑戦した長野誠は、反り立つ壁が登れずあっさりタイムアップとなってしまいました。ところが、そんな長野誠の動きを見た山田勝美は衝撃を受けます。忍者を彷彿とさせる長野誠のしなやかな動きを見て、彼が自分や秋山和彦をも超えるサスケの才能を持っていることを確信したのです。ところが、そんな山田勝美も半年間の寝たきり生活で体力が落ちきっていたこともあり、反り立つ壁で大苦戦。なんと自身初のファーストステージでのリタイアとなるのです。さらに、消防士の武田俊弘や、唯一の完全制覇者秋山和彦もファーストステージでまさかのリタイアに終わります。有力選手が次々と散っていく中、今回の主役に躍り出たのは山本進吾でした。ファーストステージ、セカンドステージとクリアしていった山本進吾は、1年前のサスケで涙を飲んだタイプスライダーへの雪辱を晴らしサードステージも突破します。1999年秋の秋山和彦の完全制覇以来、1年半ぶりにファイナリストが誕生するのです。いよいよ、リニューアルされたファイナルステージがそのベールを脱ぎます。新たなるファイナルステージは全2エリアの構成。前半は手足を広げて壁に張り付いて登るスパイダークライム。そして後半は綱登りになっています。山本進吾が完全制覇に向けて地上 22.5 メートル地点のゴールを目指しファイナルステージを登り始めます。しかし、ファイナルステージの挑戦を始めた直後、左肩に痛みを感じた山本進吾はステージから落下してしまいます。なんと古傷の左肩が脱臼していたのです。こうして、第7回のサスケは幕を閉じ、ようやく現れたファイナリストもあっさりと跳ね返されるのでした。ちなみに、この山本進吾とファイナルステージの激闘のシーンは、サスケ史上最高視聴率を記録しており、テレビで見た記憶のある方も多いと思います。そんな伝説の激闘から半年、2001年秋には、第8回のサスケが放送されます。前回苦戦した反り立つ壁を自宅に作った山田勝美は、今大会に向けてある決断をしていました。今回、完全制覇してもリタイアしても、これで引退というのです。それは、今回で必ず完全制覇できるという自信と決意の表れだったのかもしれません。ところが、今回のサスケでは予想外の波乱が起こります。なんと緑山スタジオに台風が直撃するのです。途中何度も中断を挟みながら収録が続き、コースのコンディションや収録の段取りも、いつもと明らかに違う中行われたことでしょう。そんな異例の事態にペースを乱されたのか、山本進吾、秋山和彦と、ファーストステージでのリタイア者も相次ぎます。また、山田勝美にその潜在能力を認められた漁師、長野誠も前回大会に続き反り立つ壁でリタイア。結局、2度の出場のチャンスをもらいながらもファーストステージに全敗という結果に終わってしまった長野誠。その様子を見ていたスタッフは、次回以降の出場はないだろうとつぶやきます。ところが、ここで事件が起こります。山田勝美が、そんなスタッフの元に詰め寄るのです。
長野誠はいずれ必ず覚醒し、サスケの歴史に名を残す男に成長する、そう力説します。そんな山田勝美の説得の回もあったのか、結局長野誠はこれ以降も常連選手として出場を続けることになるのでした。そして、山田勝美の挑戦の直前にも雨が降り、雨が止んだ後にスタッフがコースをきれいに拭いて山田勝美の挑戦が始まります。彼は、最悪なコンディションのものともせず、快調なペースでエリアを越えていきます。そして、反り立つ壁まで時間をたっぷり残してたどり着いた山田勝美。ファーストステージクリアは確実かと思われた次の瞬間、事件が起こります。山田勝美は、なぜかセットを自作して完璧に対策してきたはずの反り立つ壁が全く登れないのです。山田勝美の挑戦の直前、スタッフは雨で濡れた反り立つ壁をきれいに拭いてくれていたはずでした。しかし、スタッフが入念に拭いたのは反り立つ壁の真ん中部分のみで、端のコースには水滴が残っていたのです。そして、山田勝美はなぜかスタッフの拭き残した左端のコースばかり通っていたのでした。いくら山田勝美といえど、雨で濡れた反り立つ壁を登りきれるはずもありません。結局、山田勝美の挑戦は無情にも反り立つ壁でのリタイアに終わるのでした。リタイア後、山田勝美は反り立つ壁の真ん中が綺麗に拭かれていることに気がつき、試しに真ん中を登ってみると一発でクリアしてしまいます。そして、山田勝美はスタッフに、もう少しここにいさせてほしいと合図を送ります。その後無言でファーストステージのゴール地点まで進む山田勝美。最終エリア、ロープクライムを登り切った山田勝美は、慣れ親しんだルーチンワークのように、右手をクリアボタンに伸ばします。しかし、手がボタンに触れかけた直前、今の自分にこのボタンを押す資格はない、そう言わんばかりに彼はその手を下ろします。そして、山田勝美は拍手の鳴り止まない観客席に一礼し、サスケの舞台を後にするのでした。完全制覇に最も近いとされ、人生のすべてをサスケに捧げた男のあっけない最後。なお今回のサスケでは、アクション俳優のケイン小杉が自身初めてサードステージをクリアし100人中最高の成績を残しますが、ファイナルステージには歯が立たずリタイア。こうして第8回のサスケも完全制覇者は現れず終了しました。この大会終了後、長野誠は自宅に反り立つ壁のセットを作ります。何かに取り憑かれたようにサスケに没頭するその姿を見た人々は、長野誠を第2の山田と呼ぶようになっていきます。サスケのために生きた男、山田勝美。これからは、初めて山田勝美のいないサスケが開催されることとなります。山田勝美のいないサスケ、そして、山田勝美の意志を継ぎ、第2の山田となった長野誠。夢を追い求める数々の男たちを沼に引きずり込んでいくサスケ。この魔城を攻略できる者は現れるのでしょうか。究極のサバイバルアタック、サスケ。2001年までに第8回が放送され、番組を通じて数々のヒーローが生まれてきました。サスケが生んだヒーローたちは、いつしか、サスケオールスターズ、と呼ばれるようになっていきます。ガソリンスタンド所長、山本慎吾。天性のバネと身軽さでサスケの難関エリアを数々と突破。第7回大会ではファイナリストにもなりました。山本慎吾は、サスケによって全国的にも名が知られるようになり、
彼の勤める長谷川サービスステーションは大繁盛することとなります。サスケで良い結果を出すと、それに合わせて仕事や私生活も充実していく山本慎吾。まさにサスケという番組と共に彼の人生が輝いたものとなっていきます。岐阜県揖斐郡の消防士、武田俊弘。消防士として働くことで身につけた鋼の肉体を武器に、サスケでも安定して好成績を残しています。まだファイナルステージの経験はないものの、肉体的なポテンシャルなら他の常連組にも勝るとも劣りません。そして北海道の秋山治療院で院長を務める指圧師、秋山和彦。先天性の弱視というハンデを患いながら、圧倒的な身体能力でサスケを完全制覇したただ一人の男です。しかし、近年登場したファーストステージの新エリア、ジャンプハングでここ3回は全てリタイアしているのでした。トランポリンでジャンプしてネットを掴むこのエリアでは、弱視のためにうまく距離感をつかめないことが不利に働いていたのでしょう。そんな秋山和彦は、本番とほぼ同様のジャンプハングを自宅に制作し、練習を積むことで目をつぶった状態でもネットをつかめるまでに成長していたのです。視力という壁をも超える圧倒的な努力と強靭な肉体で、第9回サスケでのリベンジを狙います。そして、山田勝美。完全制覇に最も近いとされながら、毎回寸でのところでクリアを逃してきた男。彼の最大の特徴は、リタイアしたエリアとそっくりなセットを自宅に組んで、本番さながらの練習をすることです。山田勝美の自宅には、気づけば小さな魔女が誕生していたのです。仕事中にもついついサスケの練習をしていたことがバレて会社をクビになってしまいますが、アルバイトで食いつなぎながら持てる時間のすべてをサスケに費やします。そんな山田勝美は、第8回のサスケをラストチャレンジとして挑みますが、なんと雨で滑ってファーストステージでリタイア。人生サスケと呼ばれた彼はあっけなくサスケを引退。サスケの世界から姿を消します。サスケ引退後、山田勝美は自宅のサスケセットも自らの手で破壊し、完全にトレーニングもやめるのでした。そして、今までサスケばかりでほとんど構ってあげられなかった家族との時間を過ごしていくようになります。そんな山田勝美の不器用な生き様に憧れ続ける男がいました。宮崎の漁師、長野誠。1年のうちの300日以上を海の上で過ごす彼の船室には、家族の写真と共に山田勝美の写真が飾られています。中学を卒業すると同時に漁師になり、仕事ばかりの毎日を送っていた長野誠。彼にとってサスケは、人生で初めて訪れた青春だったのです。長野誠は、山田勝美をも驚かせる身体能力を持ちながら、過去2回挑戦したサスケでは共にファーストステージの反り立つ壁でリタイア。そして山田勝美引退後、長野誠は自宅に反り立つ壁のセットを制作。何かに取り憑かれたかのようにサスケに没頭していきます。そんな彼の姿を見た人々は、長野誠を第2の山田と呼ぶようになっていくのでした。また、サスケオールスターズのテレビでの活躍は、視聴者にも大きな影響を与えていくこととなります。高知県の少年、森本裕介。どこにでもいる小学生だったはずの彼の人生は、7歳の時に大きく変わっていくことになります。偶然テレビで見た山田勝美の姿に心を奪われた森本少年は、サスケの魅力に取り憑かれていくのです。サスケの放送があると、テレビにかじりつくように選手たちの活躍を見るだけでなく、放送された後も録画された番組を何度も見返すのでした。次のサスケが放送されるまで、毎日録画したサスケのビデオを繰り返し見るという生活を続けていくのです。当時は約半年に1回のペースでサスケが放送されていたため、
単純計算でサスケの録画ビデオをおよそ180回ずつ見返したこととなります。そんな生活を続けていくうちに、これまでのサスケ挑戦者のすべての動きが森本少年の脳に記憶されていくこととなるのです。山田勝美というモンスターがサスケの舞台から姿を消した一方で、もう一人のモンスターが生まれようとしていることに、当時はまだ誰も気がついていませんでした。そんな中、年が明け2002年となります。次のサスケ収録も迫っている中、番組スタッフにある男から一通の手紙が届くのでした。男の名は、山田勝美。彼の手紙には、こう綴られていました。次回の、春のサスケに、挑戦したいです。山田勝美、復活。サスケの世界に山田勝美が戻ってきました。また、山田勝美は時を同じくして長野誠にも手紙を送ります。これまでファーストステージのクリア経験のない長野誠ですが、山田勝美は彼のサスケの才能を高く評価し、いつしか彼らは師弟のような関係になっていたのです。山田勝美が彼に送った手紙には、サスケの引退を撤回すること、この前送ってもらったアジが美味しかったことが綴られていました。山田勝美に憧れていた長野誠にとってこの手紙はまさに宝物となり、彼はお守りとして持ち歩くようになります。そして、引退を撤回した山田勝美はサスケのトレーニングを再開、一度は解体したはずのサスケセットにもう一度命が吹き込まれます。山田勝美の自宅の庭に、もう一度小さな魔城が出来上がるのです。そして、2度連続で苦戦した反り立つ壁の攻略に向けては、ある場所を訪れます。四国、徳島県の山の奥、小国寺。不動の滝と呼ばれる滝に打たれることで、山田勝美は不動の心を手にするのでした。そして、第9回サスケの収録前日、山田勝美は家族に書き置きを残し、TBS 緑山スタジオに向かいます。今から東京に行ってきます。今日はサスケ出場に向けて色々迷惑をかけたな。一旦辞めると言ったのに、俺にとってやっぱりサスケは辞められなかったです。夫として、父親としては失格かもしれないけど、やっぱり夢は捨てられません。今日必ず完全制覇してきます。電話で連絡するから待っといて。山田勝美、パパより。山田勝美は、今まで以上に完全制覇に向けて強い気持ちでサスケに挑みます。肉体面でも精神面でも完璧な仕上がり、完全制覇に向けてできることは全て行って本番を迎えるのでした。そして、2002年春にいよいよ第9回サスケが開催されます。今大会、一人目のファーストステージクリア者となったのは、お笑い芸人の中山きんに君。過去にもサスケの挑戦はありましたが、今回、自身初のファーストステージ突破。人気お笑い芸人の活躍に、会場が沸きます。二人目のクリア者となったのは、61番の長野誠。自宅のセットでの練習の甲斐もあってついにファーストステージを突破。憧れの男、山田勝美にまた一つ近づいていきます。続く常連組の武田俊弘と山本慎吾は、難なくファーストをクリア。セカンドステージに進みます。そして、ゼッケン99番での登場となった山田勝美。完璧な肉体と、不動の心を手にした山田勝美にとってもはやファーストステージは通過点に過ぎません。3大会ぶりにファーストステージをクリア。完全制覇にまた一つ駒を進めます。ゼッケン100番は、秋山和彦。過去3大会連続で苦汁を舐めることとなったジャンプハングの攻略に向け、半年間徹底的な練習を積んできました。
目をつぶった状態でネットをつかめるまでに成長していた秋山和彦にとって、もはやジャンプハングは敵ではありません。ところが、なんと第1エリアの5段跳びで足を滑らせ着水。ここでのリタイアとなってしまいます。一瞬何が起こったかわからないという表情の秋山和彦。隣で応援していた山田勝美も、まだ状況が理解できていないようでした。唯一の完全制覇者、サスケの頂点を極めたはずの秋山和彦。ここであっさり退場となってしまいます。これで4大会連続でファーストステージリタイアという結果を受け、秋山和彦の脳裏に、引退の2文字が浮かびます。そしてファーストステージの収録が終わった後、秋山和彦は一人ジャンプハングのエリアに向かいます。これができなければ引退、そうつぶやいて、トランポリンを踏み切ります。まるで、自分の身体をサスケで占うかのように、大きく跳躍する秋山和彦。次の瞬間、彼の両手はネットをしっかりとホールドしていました。秋山和彦の目に輝きが戻ります。次回のサスケでの完全復活を胸に誓うのでした。第9回大会サスケ、いよいよセカンドステージがスタートするのですが、ここで不動の心を手にしたはずの山田勝美の心を揺さぶる事件が起こります。最初の挑戦者はお笑い芸人の中山きんに君。単純なパワーだけならサスケオールスターズも凌駕する彼の挑戦を、山田勝美が見守ります。そんなきんに君はスパイダーウォークの挑戦中、突如として足を滑らせリタイアしてしまいます。沼に滑り落ちていくきんに君の姿を見て、山田勝美の脳裏には過去の悪夢が蘇ったことでしょう。3年半前の第2回大会、山田勝美はスパイダーウォークでリタイアしています。山田勝美は、ここでのリタイアを受け、自宅にスパイダーウォークのセットを制作、本番さながらの練習を重ねていきます。しかし、2年前の第5回大会、山田勝美はまたしてもスパイダーウォークでリタイアとなってしまいました。もはや得意中の得意エリアと確信していたスパイダーウォークでの脱落、わずかなスリップで一瞬で沼に引きずり込まれてしまうのです。不動の心を手にしたはずの山田勝美、過去のトラウマを思い出したのか、早くも心に揺らぎが生じます。そして、二人目の挑戦者となった長野誠もスパイダーウォークで足を滑らせます。なんとか持ちこたえてセカンドステージをクリアするものの、山田勝美をより不安にさせる結果だったと言わざるを得ないでしょう。サスケのセットは、毎回設営と解体を行うため、大会によってわずかにエリアの形状やグリップ感が異なります。山田勝美は、第9回大会のスパイダーウォークが滑りやすいことを確信したのです。また、他のサスケオールスターズたちも、スパイダーウォークの異変に気づきます。消防士の武田俊弘も、いつもと異なりスパイダーウォークの前に入念に滑り止めを吹きかけ、慎重に進む様子が伺えました。残る挑戦者は山田勝美とガソリンスタンド所長の山本慎吾の2人となり、自分の番が迫る山田勝美はシューズに入念な滑り止めを施します。ところが、山田勝美とは対照的に、山本慎吾は楽観的な態度で構えているのです。スパイダーウォークでのリタイア経験のない山本慎吾は、今回の滑りやすさを完全に甘く見ていたのでしょう。そして山本慎吾の挑戦、なんと滑り止めを一切つけず、いきなりスパイダーウォークに突き進んでいくのです。危ないかと思われましたがそれも杞憂。山本慎吾は最速タイムでセカンドステージをクリアします。いよいよ山田勝美の挑戦。山田勝美は、自分の順番が来るまでの短い時間の間に、スパイダーウォークの完全な対策法を編み出していました。挑戦前にスタッフにガムテープがないか確認する山田勝美。このテープこそがセカンド攻略の鍵となります。
通常、どんなに綺麗な靴でもスパイダーウォークにたどり着くまでにゴミを拾ってしまいます。このゴミによって靴はグリップ力を失い、滑りやすくなってしまうのです。そこで、山田勝美はあらかじめ滑り止めスプレーを吹きかけた靴底にガムテープを貼っておくという作戦を考え出しました。このガムテープをスパイダーウォークの直前で剥がすことで、靴底が綺麗な状態で挑むことができるのです。秘策、ガムテープを貼り、セカンドステージのスタート地点に立つ山田勝美。スタートの直前に長野誠が声をかけます。山田さん、ついてきてね。二人は、サードステージで共に戦うことを誓うのでした。そして山田勝美は、ガムテープをうまく剥がせずタイムアップしました。サスケオールスターズはその姿を見て唖然。気にしすぎだよ、山本慎吾がつぶやきます。完全な肉体と、不動の心を手にしたはずの山田勝美。やることなすことがなぜかすべて裏目に出て、セカンドステージで敗退。サードステージで共に戦うという長野誠との約束は、次回以降へ持ち越しとなるのでした。第9回サスケ。今回はサードステージに大幅なリニューアルがなされ、さらに難易度が上昇しました。新エリアは、白昼上の運転を回して進む、ランブリングダイス。そして、ランプのような球体を掴んでぶら下がる、ランプグラスパーも新設されました。さらにクリフハンガーは45センチの下り段差がつき、クリフハンガー回にバージョンアップしています。武田俊弘はランプグラスパー、山本慎吾はランブリングダイスでリタイア。新エリアが猛威を振るいます。そんな中、山田さんの分まで、とつぶやき、サードステージに向かう長野誠。初めてのサードステージの挑戦でしたが、新エリアも次々と攻略。さらに、人類で初めてクリフハンガーの下り段差を突破し、最終エリアのパイプスライダーまでたどり着いてしまいます。自分でもここまで来れると思っていなかったのか、マジかよ、と不安そうにつぶやきます。山田勝美の方に目線をやる長野誠、二人の目が合いました。その瞬間、長野誠の不安そうな顔は決意の表情に変わり、パイプスライダーを勢いよく進めます。そして最後の着地。大きく体を振るがわずか数センチゴールに届かず、長野誠、リタイア。馬から這い上がる長野誠、山田勝美と握手を交わします。この夜、長野誠にとっての山田勝美は、遠い憧れの存在から、共に完全制覇を目指す仲間に変わります。長野誠29歳。彼にとって初めて訪れた青春時代に仲間ができました。そして半年後の2002年秋、サスケ第10回大会が開催されます。今回は第10回の記念大会ということで、ゼッケン番号は901番から1000番が使われました。そんな第10回のサスケでは、オールスターズが軒並み絶不調となります。秋山和彦、武田俊弘、山本慎吾、長野誠と、常連組が次々とファーストステージでリタイアしていくのです。そしてゼッケン1000番の山田勝美、ファーストステージからいきなりオールスターズ最後の生き残りとなってしまったのです。しかしここで意地を見せ、見事ファーストステージを突破して悪い流れを断ち切ります。続くセカンドステージも無事クリア。前回の雪辱を晴らします。そしていよいよサードステージ。ついに完全制覇の夢も見えてきました。前回大会終了後、
サードステージの新エリアをすべて自作していた山田勝美。このステージも十分すぎる練習を積んできています。前回登場したランブリングダイスは自宅での練習通り、ほとんど体力を使わずクリア。第2エリアのボディプロップも全く問題なし、ここをクリアした山田勝美は靴を脱ぎ捨てます。さらに、ランプブラスターも突破した山田勝美はリストバンドも脱ぎ捨てます。このレベルになると、身につける衣服のわずかな重みすらパフォーマンスに影響を及ぼすのでしょう。そして、かつてリタイア経験もあるクリフハンガーに挑む山田勝美はここも成功させ、長野誠に次ぐ人類で2人目の下り段差突破者となります。最終エリアのパイプスライダーまでたどり着きファイナルステージが目の前に迫った山田勝美。観客のボルテージも上がっていきます。勢いよくパイプを進めて、最後の着地、山田は大きく体を振ります。実況の古舘一郎も声を高め、闇夜に山田一人ぼっち、と叫びます。その瞬間、山田勝美は体に勢いをつけて手を離します。ゴール地点に片足をかける山田勝美。しかし、マットの弾力に体を弾かれ、山田勝美は沼に転落。山田勝美、今回も完全制覇ならず、サードステージでリタイアとなってしまいました。そして、第10回のサスケはファイナルステージの挑戦者は現れず終了となります。サードステージの沼地から這い上がった山田勝美に、リポーターがインタビューをします。余力もあって、いけたと思ったがリタイアしてしまったと語る山田勝美。そして実況の古舘一郎が、今後の挑戦はどうするか尋ね、山田勝美が涙ながらに答えます。これだけは言えることなんですけど。俺には、サスケしかないんですよ。なんで、自分の気持ちが続く限りはずっと挑戦を続けたいっていう気持ちは、今でも持っているし、多分、これから先ずっと変わらないと思うんです。会場は、大きな拍手に包まれます。第1回大会、初めてのサスケ、セカンドステージの5連ハンマーでリタイア。第2回大会、セカンドステージのスパイダーウォークでリタイア。大会後、世界最古の自作サスケセットを自宅に制作。第3回大会、約15キロの減量をして挑戦。ファイナルステージまで進出し、完全制覇まで30センチというところまで迫る。第4回大会、サードステージの新エリア、クリフハンガーでリタイア。第5回大会、セカンドステージのスパイダーウォークで2度目のリタイア。第6回大会、サードステージの最終エリアまで到達。ゴール地点に着地したかと思われた瞬間、横に転落。第7回大会、ファーストステージでタイムアップ。自身初のファーストリタイアを喫する。第8回大会、ラストチャレンジとして挑戦。雨の影響で反り立つ壁が登れずリタイア。第9回大会、引退を撤回。セカンドステージでタイムアップ。そして第10回大会、延べ1000人目のチャレンジャーとして挑戦。サードステージ最終エリア、パイプスライダーでリタイア。人は、宿命に生まれ、運命に生き、使命に燃える。俺にはサスケしかない。山田勝美、36歳。山田勝美、36歳。男には夢がありました。サスケ完全制覇。この夢のために山田勝美は人生の全てを捧げてきたのです。短
単なるバラエティ番組のアスレチックに、男はあらゆるものを犠牲にして挑んでいます。サスケのために仕事をリストラになり、家族との時間もトレーニングに充てるのでした。山田勝美のトレーニングの最大の特徴は、一度リタイアしたエリアのセットを自宅に組んで徹底的に対策することです。自宅の庭には、涙の数だけセットが増設され、気づけば小さな魔城が出来上がっていたのです。そんな山田勝美の生き様を見た人々は、いつしか彼をこう呼ぶようになりました。ミスターサスケ。そして2002年の秋、サスケ第10回大会、延べ1000人目のチャレンジャーとして挑戦した山田勝美は、サードステージまで進みました。しかし、最終エリアのパイプスライダー、男は闇夜に舞い、そして散る。俺にはサスケしかない、と涙するのでした。あれから半年、サスケの聖地、TBS 緑山スタジオに再び魔城が現れます。2003年春、サスケ第11回大会が開催されました。今回も、100人の挑戦者たちが鋼鉄の魔城に挑みます。ゼッケン66番で登場し会場を沸かせることになったのは、千葉県印旛村の村役場勤務の白鳥文平。今回で自身2度目のサスケ挑戦となった彼は、陸上の三段跳びの選手でもあります。その経験を活かしてか、ジャンプハングではトランポリンをほとんど使わない片足ジャンプで攻略するのが特徴です。そんな白鳥文平は、前回の出場ではファーストステージの反り立つ壁でリタイア。これを機に自宅に広大なサスケセットを組み練習を重ねてきました。練習の成果もあってか、今回初めてファーストステージをクリアします。そして、ゼッケン番号90番台の後半となってくると、サスケオールスターズ、と呼ばれる最強の男たちが登場していきます。96番、長野誠。ミスターサスケ、山田勝美に憧れてサスケの世界に足を踏み入れた宮崎の漁師。大海原で鍛え上げられた鋼の肉体が武器です。第9回大会で初めてファーストステージをクリアすると、いきなりサードステージの最終エリアであるパイプスライダーまで進んだことで注目選手となりました。あの山田勝美も認める潜在能力の持ち主ですが、前回はなんとファーストでリタイア。今回は、前回リタイアしたジャンプハングの対策のため、トランポリンを徹底的にトレーニング。さらに、ファイナルステージ攻略も見据え、友人のクレーン車を借りて10メートルの綱登りを練習してきました。そして今大会、ファーストステージは問題なくクリア、セカンドに駒を進めます。ゼッケン番号97番、岐阜県揖斐郡の消防士、武田俊弘。サスケオールスターズの中でも随一の安定感を誇る武田俊弘も、問題なくファーストステージを突破。まだファイナルステージへの進出経験のない武田俊弘、夢のファイナルへまず一歩進みます。ゼッケン番号98番は、ガソリンスタンド所長の山本慎吾。サスケでの活躍で全国的にも有名人になり、彼の勤める長谷川サービスステーションは大繁盛。夜遅くまで働いた後、深夜のガソリンスタンドで一人トレーニングを重ねてきました。そんな山本慎吾も、危なげなくファーストステージをクリアします。そして、続くゼッケン99番では、あの伝説のサスケキングが登場です。元毛ガニ漁師、秋山和彦。第4回大会で完全制覇を達成した、サスケ唯一の完全制覇者です。先天性の弱視というハンデを負いながら、鍛え上げられた肉体と不屈の精神で数々のエリアをクリアしてきました。しかし、完全制覇後の大会では成績が振るわず、なんと3年半もの間ファーストステージの突破すらままなりません。
今回、復活をかけてかなり強い気持ちでトレーニングを行ってきました。ところが、過度なトレーニングで左膝を故障。手術の後、2ヶ月半の入院生活を余儀なくされます。退院後はすでにサスケの収録が1ヶ月以内に迫っており、リハビリも十分にできていない状態で収録当日となってしまいます。本番前、自宅にある反り立つ壁のセットも一度も登ることができず、ファーストクリアの見込みがほとんどないままの挑戦となりました。そんな中で不屈の男、秋山和彦はファーストステージのスタート地点に立ったのです。秋山和彦の挑戦、過去、3度のリタイア経験のあるジャンプハングは問題なくクリア。そして問題の反り立つ壁。明らかに普段通りの脚力は戻っておらず、1度目は登れずに失敗。2度目の反り立つ壁の挑戦。ここで登れないとタイムアップでのリタイアが濃厚となります。しかし2度目も失敗。この時点で今回もファーストステージのクリアは絶望的となりました。3度目の挑戦。ここで見事反り立つ壁を登ることに成功するものの、最終エリアのロープクライム到達時点で残り時間は約7秒。警告音が鳴り響く中、秋山和彦は必死にロープを登ります。そしてロープを登り切り、タイムアップの音が鳴ると同時にクリアボタンに手をかけるのです。誰もが秋山和彦のリタイアに落胆しかけた次の瞬間、ステージクリアのゲートが開きます。残り時間を示すタイマーには、0.03 の文字が表示されていました。残り時間わずか 0.03 秒というギリギリのタイムで、秋山和彦は見事ファーストステージをクリアしたのです。完全制覇者の復活に、会場が沸きます。左膝の手術で脚力は明らかに低下。常識的に考えればファーストステージはクリアできない状態でした。まさに執念でのクリア。ステージのクリア地点で雄たけびを上げます。3年半もの長きにわたり止まっていた時計の針が、ようやく動き出したのです。秋山和彦にサスケオールスターズの仲間たちが祝福の言葉を送り、彼は涙を流します。唯一の完全制覇者、秋山和彦の伝説が再び始まるのでした。そして、ゼッケン100番はいよいよ山田勝美の挑戦。完全制覇に最も近いと言われながら、未だ悲願の達成に至っていない無冠のミスターサスケ。今回も、ファーストステージはミスなくクリアしました。これで、サスケオールスターズは全員がセカンドステージに進んだこととなります。そして続くセカンドステージ、初挑戦となる白鳥文平は最終エリアでタイムアップしてしまいます。しかし、後に続くオールスターズは絶好調。長野誠、武田俊弘、山本慎吾、秋山和彦と4人連続でサードステージへの進出を決めます。最終競技者は、山田勝美。まさに最高に良い流れで始まる山田勝美の挑戦は、半年前のサスケとは対照的なものでした。前回の第10回大会、山田勝美を除くサスケオールスターズが全てファーストステージでリタイア。仲間たちが全滅しているプレッシャーの中、見事ファーストステージを突破した山田勝美が最優秀成績者となるのでした。一転して、今大会では山田勝美を除く皆がサードステージまで進出を決めています。前回俺だけ言ったでしょ？今回みんな言ったから俺は落ちるかもしれん。山田勝美、余計な心配をして自らにプレッシャーをかけていきます。案の定、前回は楽勝でクリアしていたはずのバランスタンクで転倒しリタイア。今回も完全制覇の夢は途絶えました。そしていよいよサードステージ、
サスケオールスターズは4人が生き残っています。武田俊宏がボディプロップ、山本慎吾はクリフハンガーでリタイア。やはり難関エリアが続くサードステージは、サスケオールスターズをもってしても簡単にはクリアできません。唯一の完全制覇者、秋山和彦もボディプロップでリタイア。そんな中、長野誠が初めてサードステージを突破、ファイナリストとなります。今大会、唯一のファイナリストとなった長野誠、惜しくもリタイアとなりますが完全制覇まで残り3メートルというところまで迫りました。こうして、今回も完全制覇者は現れることなく第11回大会のサスケは幕を閉じました。そして半年後の2003年秋、サスケ第12回大会が放送されます。今回もサスケオールスターズが揃い踏み、鋼鉄の魔女攻略に向けて男たちが集いました。前回大会で初めてファーストステージをクリアした白鳥文平は今回もクリア。さらに、武田俊宏、山本慎吾、秋山和彦といったオールスターズも危なげなくファーストステージを突破。彼らにとってはここは通過点に過ぎません。そして山田勝美の挑戦。近年メンタルの弱さによるリタイアが相次いでいたこともあり、今大会に向けて鹿児島県で精神修行を敢行してきました。西福寺での護摩行と呼ばれる修行。火柱の前でおよそ2時間もの間お経を唱え続けます。体感温度は300度を超えると言われる過酷な修行を成し遂げるのでした。その成果か、山田勝美はファーストステージをミスなく突破。ファーストステージのゴール地点、誠を、と叫ぶのでした。今大会でゼッケン100番を背負うのは、ミスターサスケ山田勝美ではなく、長野誠。山田勝美に憧れてサスケに出場するようになった長野誠、気づけばすでに山田を超える実力者に成長していました。彼も山田勝美に続き、余裕でファーストステージをクリアするのでした。続くセカンドステージ。白鳥文平は自身初となるセカンドステージクリア。今大会に向け、自宅の広大な敷地のサスケセットは計11にまで増えており、練習の成果かついにサードステージまで駒を進めるのです。そして、武田俊宏、山本慎吾、秋山和彦の3人も余裕でセカンドステージを突破。前回大会に引き続き、最高の流れであの男の挑戦が始まります。男の名は、山田勝美。山田勝美にとって鬼門となるこのステージですが、彼にはどうしてもここをクリアしたい理由がありました。1年半前のサスケ、山田勝美は、長野誠と共にサードステージまで進むと約束します。しかし、長野誠がサードまで進むと山田勝美が落ち、山田勝美がサードまで進むと長野誠が落ちるといったことが続き、未だ約束は果たされていなかったのです。完全制覇という自身の夢のため、そして長野誠との男の約束のため、このステージで落ちるわけにはいきません。極限のプレッシャーの中、セカンドステージに挑む山田勝美。いざ、約束の地へ。これまで因縁のあるエリア、スパイダーウォーク、前回リタイアしたエリア、バランスタンクも超え、山田勝美は見事ゴール地点までたどり着きます。彼は、2大会ぶりにサードステージへの進出を決めたかのように見えました。ところが、山田勝美がどれだけ押してもなぜかクリアボタンが反応せず、会場は沈黙に包まれます。今回のセカンドステージ、最初のエリアのチェーンリアクションは、鎖を掴んで前に進むエリアでした。このエリアでは、安全のため手袋の着用が義務付けられています。一方で、
続くスパイダーウォークでは、手袋を外して挑戦するというルールになっていました。ベテラン選手である山田勝美はこのルールを熟知していたはずでしたが、スパイダーウォークに突入する際に、手袋を外し忘れていたのです。山田勝美の挑戦中も、山田さん手袋、とスタッフが叫んでいましたが、極度の緊張と集中によって全く声が聞こえていなかったのです。スタッフによる協議の結果、山田勝美はなんとセカンドステージでルール違反の失格となってしまいます。呆然とする山田勝美。今大会も山田勝美は完全制覇の達成には至らず、長野誠との約束も守ることができませんでした。山田勝美は涙を流し、長野誠が、俺の分までやってくれると思います。そう語るのでした。そしてゼッケン100番の長野誠も涙を流します。長野誠はセカンドステージをクリア。結局サスケオールスターズは山田勝美を除いてサードステージに進出するのでした。サードステージでは白鳥文平が自宅でのセットの練習の効果か、見事クリアします。初めてのサードステージ挑戦でいきなりクリアした彼は、今大会から一気に有力選手の一人として注目されるようになります。武田俊弘、山本慎吾、秋山和彦の3人は惜しくもこのステージでリタイア。そして山田勝美の意思を継ぐ者、長野誠は前回大会に続いてファイナルステージへの進出を決めます。また今大会では、第3回大会から出場していたベテラン選手、小学校教諭の浅岡博之も半年間休職してトレーニングを積み、自身初となるファイナルステージ進出。計3名のファイナリストが誕生するのでした。いよいよファイナルステージ、完全制覇に向けた最後の戦いが始まります。白鳥文平、浅岡博之は綱登りでタイムアップ。完全制覇の夢は成し遂げられませんでした。そして、いよいよゼッケン100番の長野誠の挑戦。前回大会以降、完全制覇のため本格的にファイナルの練習を重ねてきた長野誠。難攻不落の鋼鉄の魔城陥落に向けて、できることは全て行ってきました。快調なペースで登っていく長野誠。前回以上のスピードで綱登りに到達します。そして綱を手繰り寄せる長野誠。完全制覇は目前まで迫ってきました。誰もが長野誠の完全制覇を確信します。タイムアップのブザーが鳴る直前、長野誠はついにファイナルステージの頂上にたどり着くのです。クリアボタンを押そうと手を伸ばす長野誠。その瞬間、風でわずかにロープが揺られます。長野誠はボタンを押すものの、わずかにタイムオーバー。その時間、0.11秒。今回も、完全制覇者は現れず。ファイナルステージの頂上で、長野誠はリポーターに、下、見ますかと問われます。いや、今度いつか来た時に。長野誠は、下の景色を見下ろすことなくファイナルステージを後にします。そして半年後の2004年の春には、第13回のサスケが放送されます。今大会、ミスターサスケ山田勝美は初めて欠場。有力選手が次々とふるいにかけられていく中、今回は一人のファイナリストが誕生しました。漁師、長野誠。ファーストステージ、セカンドステージともに最速タイムで駆け抜けた長野誠は、これで3大会連続のファイナリストとなります。前回大会、
長野誠はファイナルステージの頂上にたどり着くも、わずか 0.11 秒タイムオーバーとなっています。そして、その頂上には確実に何かがあり、もし完全制覇できることがあればその何かを話したいと語っていた長野誠。サスケの頂には一体何があるのか、その答えを聞く時がやってきました。そしてファイナルステージのスタート地点に立つ長野誠は、ポケットにお守りを忍ばせます。それは、かつて山田勝美がサスケ引退を撤回した際に、長野誠に送った手紙でした。歴代でも最強のサスケ戦士になった長野誠。そんな彼に挑戦のきっかけを与えたのが、まさに山田勝美だったのです。実力ではすでに山田勝美を超えたとも言われていますが、長野誠にとって山田勝美は未だに憧れの男であることは変わらなかったのでしょう。今大会、そんな山田勝美の姿は収録現場の緑山スタジオにはありません。尊敬する男がそばにいない今、長野誠は手紙をお守りとして握りしめるのでした。山田勝美と長野誠、二人の男の夢を乗せて鋼鉄の魔城の頂点を目指します。いよいよ長野誠のファイナルステージがスタート。今回も素早くスパイダークライムをクリア。そして無駄のない動きで綱登りに行こう。ここまでは前回と同じかそれ以上といったタイムでした。しかし、風の影響か綱を登る長野誠の体が揺られ、綱登りで思うようにペースを上げられません。結局、頂点に手をかけたところでタイムアップ。今回もわずかに完全制覇には届きませんでした。リタイア後、長野誠はサスケは俺にとって生きた証を残すところだと語ります。笑顔で、今度こそ、と叫び、緑山スタジオを後にするのでした。ミスターサスケ山田勝美の実力を超え、完全制覇に最も近い男と呼ばれるようになった長野誠。しかし、そんな長野誠もファイナルステージに3連敗、完全制覇は成し遂げられませんでした。ファイナルステージの頂点には一体何があるのか、その答えは未だわからないまま第13回サスケも幕を閉じます。難攻不落のファイナルステージ。これをクリアする者は一体誰になるのでしょうか。究極のサバイバルアタック、サスケ。100人の挑戦者が4ステージの巨大なアスレチックに挑むバラエティ番組です。TBS 系列で1997年から放送されていて、2004年春までに第13回大会が放送されました。4つすべてのステージをクリアし、完全制覇を達成した者は、13回放送時点でわずか1人のみ。完全制覇の確率は、わずか 0.1% 程度ということになります。そして、2005年新春には第14回大会、同年夏には第15回大会、同年年末には第16回大会が放送されます。しかしこの3回のサスケでも、完全制覇者は愚か、ファイナルステージの進出者すら現れなかったのです。現役のオリンピックメダリストも挑戦するサスケ、それでも完全制覇の道のりは遠いものでした。そんなサスケには、一般人であるにもかかわらず、プロのアスリートよりも好成績を残す常連組がいました。生半可なタレントよりも知名度がある彼らは、いつしかサスケオールスターズと呼ばれるようになっていきます。サスケオールスターズに名を連ねている男は6人。1人目は、北海道で指圧師として働く秋山和彦。彼は、第4回大会のサスケで史上初の完全制覇を達成しています。第16回大会時点で、
完全制覇を成し遂げたのはこの秋山和彦ただ一人です。秋山和彦は、もともと自衛隊に入隊しており、レスリングでオリンピック出場を目指していました。しかし、先天的に患っていた弱視が悪化、オリンピックの夢を断念します。その後は、家業である毛ガニ漁師を継いだものの、これも弱視のため船舶免許が取れず断念。医師から失明の可能性もほのめかされ、人生の道が閉ざされかけていた男が出会ったのがサスケでした。秋山和彦にとって、最後に残された夢がサスケだったのです。日没後の収録ではほとんどエリアが見えなくなる秋山和彦。しかし、目をつぶった状態でもクリアできるまで練習を重ね、最後の夢を追い求めていくのでした。ガソリンスタンド勤務の山本進吾。第1回大会から第16回大会まで全てに出場するサスケ唯一の皆勤賞です。出場を重ねるごとに成績を伸ばし、過去2度のファイナルステージ進出の経験があります。そしてサスケでの活躍で山本進吾の名は全国に広まり、彼の働く長谷川サービスステーションは大繁盛。山本進吾がいる店として、売り上げを大きく伸ばすのです。初出場時はアルバイトだった山本進吾も、正社員、所長、エリアマネージャーとどんどん出世していきます。さらに、第5回大会後にはかねてから交際のあった英子さんと入籍。第16回大会後にはマイホームの購入、山本進吾は、サスケ御殿、と呼んでいます。まさに、サスケでの活躍で仕事もプライベートも順風満帆に進んでいくのでした。岐阜県揖斐郡の消防士、武田俊弘。サスケオールスターズの中でも随一の安定感を誇る彼は、14回から16回のサスケでもサードステージに進出。サードステージ進出率はなんと 75% と、驚異的な記録を持っています。小さな町の消防士でしかなかった武田俊弘は、サスケでの活躍をきっかけに全国の消防団員募集のポスターモデルに抜擢。さらに消防庁長官から、サスケでの活躍を直々に表彰されました。まだファイナルステージへの進出経験はない武田俊弘ですが、これからの挑戦にも期待がかかります。千葉県、印旛村の役場に勤務する白鳥文平。印旛村という小さな村からサスケに出場する彼は、まさに村の英雄。村の者みんなが彼の完全制覇を期待しています。自宅の広大な敷地には、実際のサスケを模した自作のセットが組まれていて、主要なエリアのほとんどが再現されているのです。有力選手が全国から白鳥文平の自宅に訪れ、練習に励む光景は、白鳥詣で、と呼ばれています。第12回大会でファイナルステージに進出し、さらに次の第13回大会でもサードステージの最終エリアまで進出したことでオールスターズに仲間入りします。サスケオールスターズの中で最も出場歴は浅いですが、実力は本物です。そして、職業サスケ、山田勝美。白鳥文平をはじめ、今では数々の選手がサスケのセットを自作していますが、人類で初めてそれを行ったのはこの男でした。サスケ完全制覇に最も近いと言われながら、毎回わずかにクリアに届かない山田勝美。練習を重ね、頂点を追い求めるほどなぜか遠ざかっていく思考の頂。仕事中にもサスケの練習をしてしまい、リストラの浮き目に遭いますが、再就職することなくトレーニングを続けます。妻と子供がありながらサスケにのめり込んでいく様子は、まるで何かに取り憑かれたようです。そんな彼の姿を見た者は、いつしか彼をミスターサスケと呼ぶようになっていました。
第12回大会までは、ファーストステージのクリア率は 80% を超える安定感がありましたが、ここ3大会は絶不調。第14回大会はファーストステージのジャンプハングでリタイア。第15回大会はファーストステージのエリア間の特に何もないところで転倒してコースアウト。そして、第16回大会出場時には、ついに40歳を迎えていました。引退をかけて挑んだ第16回大会ですが、ミスを恐れて慎重に進みすぎた結果、全くミスはなかったにもかかわらずファーストステージクリア直前でのタイムアップ。人生の全てをサスケに捧げた男が、ついにサスケの世界を後にするのでした。そして、そんな山田勝美の不器用な生き様に憧れ続けた男がいました。宮崎の漁師、長野誠。中学を卒業すると同時に漁師になり、思春期の10代のほとんどを仕事に費やしてきました。山田勝美に憧れて出場したサスケに挑む時間は、長野誠にとって初めて訪れた青春時代。出場を重ねるごとに成績を伸ばし、第11回から第13回大会では3大会連続のファイナリストに。歴代でも最高の成績を残す選手に成長していきました。気づけば、完全制覇に最も近い男という称号は山田勝美から長野誠のものになります。また、第12回大会ではファイナルステージの頂上まで登るも、わずか 0.11 秒時間が足りずタイムアップ。ファイナルステージの頂上で、ここに何があるのか完全制覇した時に改めて話したい、と語りました。秋山和彦、山本慎吾、武田俊弘、白鳥文平、山田勝美、長野誠。生まれも、育ちも、職業も何もかも違う6人の男たち。共通点はただ一つ、サスケ完全制覇という夢を持つこと。本来なら出会うことがなかったであろう男たちが、サスケの聖地、緑山スタジオで出会うのでした。そしてサスケによって人生が大きく変わっていった男は、サスケオールスターズだけではありません。高知県に住む少年、森本裕介。7歳の時テレビで見たサスケに心を奪われ、そこから自分の人生はサスケの世界にしかないと確信します。もともと運動は得意ではなく、体育の成績も悪かった森本裕介ですが、いつか山田勝美のようになりたいと願いトレーニングに励みます。学校が終わるとサスケの練習に明け暮れていたのでした。そして、毎日日課のように録画したサスケのビデオを見返していきます。擦り切れるほどビデオを見ることで、どの大会で、誰が、どんな体勢で、どのエリアを、どのように挑んだか脳に刻み込まれていました。森本裕介の脳には、サスケのあらゆるエリアの成功パターンと失敗パターンがすでに細胞レベルでインプットされていたのです。そして、中学校に進学した森本裕介は、部活に所属することなく毎日持てる時間のすべてをサスケに費やしていくのです。同級生が部活や恋愛を楽しむ中、少年の眼中にはサスケ以外のものは全くなかったのでしょう。サスケオールスターズが表舞台で活躍している裏で、山田勝美や長野誠をも凌駕するサスケモンスターが生まれようとしていることに、当時はまだ誰も気づいていませんでした。そんな中、サスケ第16回大会放送後、サスケが体感できるテレビゲームが発売されます。そして、そのテレビゲームのイメージキャラクターとして、ある男が起用されました。男の名は、山田勝美。すでにサスケを引退していた山田勝美でしたが、テレビ CM やイベントに参加し、ゲームを通じて数々のファンと触れ合うこととなるのです。そして、多くのファンからの励ましに触れ、山田勝美の完全制覇への夢は、
もはや彼一人だけの夢ではないことを知ります。サスケを引退して以降も、忘れようとしても忘れられなかったサスケ。頑張って。完全制覇して。ファンからの言葉が、心のどこかに眠っていた熱い思いを呼び覚まします。山田勝己。引退撤回。トレーニングを再開。40歳の肉体に、鞭を打ちます。次回の大会に向けて、山田勝己の筋肉は過去にない最高の仕上がりになっていくのです。山田、40にして惑わず、迷いを断ち切った山田勝己の肉体に、再び全盛期が訪れようとしていました。また、サスケオールスターズたちは第17回大会に向けてサスケ合宿を敢行。白鳥文平の自宅に泊まり込み、サスケセットを用いて本番想定のトレーニングを行います。そして合宿の夜、男たちは全員でファイナルステージに行く、と誓うのでした。2006年秋、いよいよサスケ第17回大会が放送されます。今回も、鋼鉄の魔城の頂を目指す100人の猛者が、TBS 緑山スタジオに集まりました。今大会で猛威を振るったのは、新エリアのサークルスライダー。飛び箱などで使うロイター板を使って、頭上のリングに飛びつくエリアです。このエリアでのリタイアが続出し、オールスターズも不安に駆られます。特に、ミスターサスケ山田勝己に不安と緊張が襲います。あまりの緊張に、自分の出番まであと数時間あるにもかかわらず、滑り止めスプレーを手に取ります。迷いを断ち切ったはずの山田勝己、全身にスプレーを吹きかけ、精神の安定を図るのでした。そしてオールスターズの先陣を切るのは唯一の完全制覇者、秋山和彦。彼も、問題のサークルスライダーでリタイアしてしまいます。しかし後に続くオールスターズは絶好調。白鳥文平、武田俊弘、山本慎吾とファーストステージをあっさりクリアしていきます。また、今大会ではオールスターズ以外にも、新星とも言える選手たちの活躍が目立ちました。トランポリンプレイヤー、長崎俊介。当時、北京オリンピックの強化選手だった彼は、2005年新春の第14回サスケに若干17歳で初出場。過去3回出場したサスケでは、高校生ながらファーストステージには負けなし、セカンドステージも2度クリアするという卓越したサスケ力を見せつけていました。そして、国士舘大学1年生として出場した今回のサスケでも、安定したパフォーマンスでファーストステージをクリア。今大会での最速タイムを記録しました。ゼッケン92番は、台湾から来たロッククライマー、リー・エンチ。日本のテレビ番組であるサスケは、当時の台湾で、極限大脳王というタイトルで放送され、爆発的な人気を誇っていました。そして、そんな台湾から日本のサスケへ資格が送り込まれることとなります。台湾で行われた大々的なサスケ予選会。それを1位で勝ち抜いて来日したのがリー・エンチだったのです。台湾の威信をかけて魔城に挑んだリー・エンチも、見事ファーストステージをクリアします。長崎俊介、リー・エンチ。まさに新星とも言える彼らの活躍は、新たな時代の幕開けを予感させるものでした。そうしてファーストステージの収録も進んでいき、残るチャレンジャーは2人を残すのみとなりました。漁師、長野誠。ミスターサスケ、山田勝己。最強の2人の挑戦が始まります。そして、完全制覇に最も近い男、長野誠はファーストステージを楽勝でクリア。クリア地点で、山田さんついてきて、と叫びます。いよいよゼッケン100番、山田勝己の挑戦。不安視していたサークルスライダーはクリア。
その後のエリアも問題なく突破していきます。制限時間に余裕を持って、反り立つ壁まで到達します。全盛期を彷彿とさせる山田勝美の動きに、誰もがミスターサスケの復活を予感するのです。横で応援している長野誠も、行け、と叫びます。しかし、ここで緊張のあまり山田勝美の足が震え始めるのです。足が全く動かず、壁を登れない山田勝美。ようやく足の震えが止まり、反り立つ壁の頂上に手がかかった瞬間にタイムアップ。これで、4大会連続のファーストステージリタイアとなってしまうのでした。リタイアした山田勝美が、ステージから降りてきます。長野誠は、山田勝美のそばに近づきますが、目を合わせられないでいました。リポーターが山田勝美にインタビューし、長野さんも心配していましたよ、と話します。ここで、長野誠と目が合い、悪い、と山田勝美が謝ります。二人の男は握手を交わし、今回も山田勝美の夢は長野誠に託されるのでした。山田勝美40歳、彼のサスケ第17回大会はここで終わりました。サスケオールスターズの生き残りは、白鳥文平、武田俊弘、山本慎吾、長野誠の4人。彼ら全員がセカンドステージもクリアし、サードに駒を進めます。また、台湾のリー・エンチがセカンドステージで散る一方、トランポリンプレイヤーの長崎俊介は自身3度目のサードステージに進みます。しかし、やはり難関のサードステージは一筋縄ではいきません。白鳥文平と山本慎吾はボディープロップ、武田俊弘はパイプスライダーでリタイア。オールスターズと呼ばれる男たちが次々と涙を飲むこととなります。そんな中、なんと長崎俊介がサードステージをクリア。大学1年生、19歳のファイナリストが誕生します。そして、オールスターズの夢を背負い込む形で挑んだ長野誠も4大会ぶりにサードステージをクリア。結局、計2名のファイナリストが誕生するのでした。19歳の長崎俊介は、ファイナルステージに果敢に挑むもタイムアップ。リタイア後、次は絶対完全制覇したいと思います、と次回に向けての意気込みを語るのでした。そして、今回も散っていった99人の夢は、この男に託されました。長野誠、自身4度目となるファイナルステージ。サスケの頂点には一体何があるのか、その答えを聞く時がやってきました。いよいよ、完全制覇に向けて長野誠の挑戦が始まります。スパイダークライムを勢いよく登る長野誠。今まで以上のペースで綱登りに到達します。そして綱を手繰り寄せる長野誠。仲間たちの夢を乗せて、長野誠の体が登っていきます。なんと 2.56 秒を残してファイナルステージをクリアするのです。2006年の秋、史上2人目の完全制覇者が誕生しました。ファイナルステージの下で応援していたサスケオールスターズたちが大きな拍手を送ります。長野誠も、ファイナルステージの頂上で、下の景色を見下ろし、仲間たちに笑顔で応えるのでした。そして実況が長野誠に、長野さん、何がありました?と聞きます。長野誠の口から、真実が語られるのです。
それを今までずっと聞かれてたんですけど。ここには、本当は、何もないんですよ。もうただ俺は、サスケが好きで、サスケをやることによってオールスターズのみんなとか、仲間と一緒に、こういうサスケの舞台に立てて、ここで、長野誠の目に涙が溢れ、言葉が詰まります。オールスターズのみんなとやっていることが本当にすごく楽しくて、本当にそれだけで頑張ってます。会場は、大きな拍手に包まれます。鋼鉄の魔城の頂点に一体何があるのか、その答えを探してきた男たち。しかしサスケの頂点には、何もない。それが長野誠の答えでした。完全制覇よりも、そこに至るまでに出会った仲間とその友情、それが長野誠にとって一番の財産だったのでしょう。ステージから降りてきた長野誠、オールスターズたちが駆け寄り完全制覇を祝福します。そして、それを一歩離れたところで見つめる山田勝美。長野誠は、山田のところへ進み、二人が抱き合います。ようやった。ほんまにようやった。ありがとう。山田勝美がつぶやきます。そして、サスケオールスターズたちが長野誠を胴上げで祝い、サスケ第17回大会は幕を閉じるのでした。男たちは、また日常に戻っていきます。7年ぶりに現れた完全制覇者。長野誠の手によって、鋼鉄の魔城は陥落します。そして、伝説の夜から半年経った2007年春、悪しき変貌を遂げた魔城が再び緑山スタジオに現れるのでした。新サスケとして進化した魔城。戦士たちの新たな戦いが始まるのでした。2006年秋、TBS 緑山スタジオで金字塔が打ち立てられました。史上2人目のサスケ完全制覇者が誕生したのです。完全制覇を達成したのは、漁師の長野誠。完全制覇者が出たのは1999年秋の第4回サスケ以来、約7年ぶりの快挙でした。そんな長野誠は、サスケのファイナルステージの頂上で、サスケの頂点には何もない。オールスターズの仲間たちと挑戦するサスケが楽しくて、それだけで頑張っている、と語るのでした。長野誠のかけがえのない仲間、サスケオールスターズは、長野を含み6人。1人目は、北海道の指圧市で、元毛ガニ漁師の秋山和彦。1999年秋のサスケで史上初の完全制覇を達成した男です。彼は、長野誠の完全制覇を目の当たりにし、自身の完全制覇が完全に過去のものとなっていて、サスケの主役は長野誠であることを改めて実感しました。そして、秋山和彦は第一線からは身を引くことを決意し、これ以降は番組からオファーがあった時などに不定期で出場するようになります。二人目は、ガソリンスタンドのエリアマネージャー、山本慎吾。第1回からすべてのサスケに出場する皆勤賞で、ファイナルステージにも2度進出経験がある実力者です。山本慎吾は、第17回サスケでの長野誠の完全制覇に触発されたのか、収録後すぐに次回のサスケに向けてトレーニングを始めていました。そして、消防士の武田俊弘。サスケオールスターズの中でも抜群の安定感がある彼は、7回連続サードステージ進出という大記録を持っています。
武田俊弘も秋山和彦と同じく、長野誠の完全制覇を目の当たりにしてサスケ引退を考えるようになります。しかし、引退の旨を家族に打ち明けたところ、子供から辞めないでほしいと止められ、再びサスケに挑戦する決意を固めます。千葉県、印旛村の役場に勤務する白鳥文平、自宅の広大な敷地に、大量のサスケセットを組んで徹底的な練習をしています。長野誠が完全制覇をした第17回サスケでは、サードステージ序盤のボディープロップでスリップ、悔いの残るリタイアで終わりました。まだまだ終われない。白鳥文平は次回のサスケに向けて闘志を燃やします。そして、山田勝美。サスケの練習のしすぎで仕事をクビになっても、アルバイトで食いつなぎながらトレーニングを続けます。完全制覇に最も近いと呼ばれながら、どうしても届かない至高の頂き、サスケの神はまるで彼を嘲笑うかのよう。そんな山田勝美に憧れてサスケに出場を始めた長野誠が、気がつけば山田の実力を超え、サスケの頂点に。それでも山田勝美は、夢を諦めない。それが、彼にとっての宿命。自分こそが、ミスターサスケであるために。また、長野誠の完全制覇は、オールスターズたちだけでなく、視聴者にも大きな影響を与えました。高知県の中学生、森本裕介。7歳の時に初めて見たサスケに心を奪われ、以来サスケのトレーニングを続けています。特に憧れ続けたのは、ミスターサスケ山田勝美。中学では部活に所属せず、放課後の時間をサスケのトレーニングに当てています。すべては、少しでも憧れの男に近づくために。そんな森本裕介は、テレビで長野誠の完全制覇を見て、心が大きく動かされます。当時は、サスケの難度が上がりすぎて、もう人類には完全制覇は不可能ではないかと思うものも少なくありませんでした。しかし、無理かもしれなくても一歩前に踏み出す、その勇気の積み重ねが夢を叶えるものだと知ります。今まではなんとなく漠然とサスケの舞台に憧れているだけだった森本裕介。彼も夢に向けて一歩踏み出す決意をします。彼は、初めてサスケの出場者に応募するのでした。さらに、その後森本裕介は、父と共に地元のホームセンターに向かいます。手頃な木材や工具を購入する森本裕介。彼は、なんと中学生にして自宅にサスケセットを作ってしまいます。もちろん、本番のセットに比べると、見た目も悪く、スケールの小さいものでした。しかし、それでもその小さな一歩が、大きな夢につながるかもしれない。少年は、まっすぐにサスケの頂点に向かって進み出すのでした。サスケを夢見る少年は、森本裕介だけではありませんでした。又地亮、17歳。神奈川県川崎市で塗装工として働く彼も、サスケの舞台を夢見ています。又地亮の小学校の卒業文集には、こんな作文が書かれていました。好きなこと、サスケのビデオを見ること。サスケに出て活躍し、完全制覇したいです。サスケに魅せられた少年が、仲間につけられたあだ名は、サスケバカ。又地亮も、森本裕介と同じく中学では部活に所属せず、サスケのトレーニングを続けていました。そして中学卒業後は進学せずに就職、忙しい日々を送る中も、完全制覇に向けて静かな闘志を燃やしています。そんな中、2007年春に、第18回のサスケが放送されました。今回のサスケは、前回の長野誠の完全制覇を受けて大リニューアル、新サスケとして生まれ変わっています。
ファーストステージは全てのエリアが新エリアという衝撃の構成で、特にジャンピングスパイダーが難関となりました。トランポリンでジャンプして壁に張り付いて進んでいきます。またファーストステージは制限時間130秒のロングコースとなり、スタミナ切れの選手も続出しました。そしてこの第18回サスケ、収録現場の緑山には、あの少年の姿がありました。森本裕介、彼はサスケのオーディションを見事突破し、サスケ初出場の切符を手にしていたのです。修行中、と書かれた T シャツを着てスタート地点に立つ少年。しかしファーストステージのジャンピングスパイダーで惜しくもリタイアしてしまいました。森本裕介のサスケ挑戦は、まだまだ始まったばかり、これからの成長に期待がかかります。そして、いよいよサスケオールスターズの挑戦。ところが、リニューアルされた新サスケにオールスターズは大苦戦。なんと、ファーストステージを突破したオールスターズは漁師の長野誠と、消防士の武田俊弘の2人のみでした。そしてセカンドステージも衝撃の新エリアが待ち受けています。サーモンラダーがこの大会で初登場しました。爪に引っかかっているバーにぶら下がり、体を振ってバーごとジャンプして上に登っていくエリアです。サーモンラダーでのリタイアが続出し、消防士の武田俊弘もこの新エリアで涙を飲む結果となってしまいました。サードステージまで生き残ったオールスターズは、結局長野誠ただ一人。そのサードステージでも驚愕の新エリアがあります。クリフハンガーが、新クリフハンガーになってパワーアップしました。2本目と3本目の突起の間が大きく広がり、指を使ってジャンプしないと進めないようになっています。長野誠は、この新クリフハンガーでリタイア。さらに、半年前のファイナリスト、トランポリンプレイヤーの長崎俊介もこのエリアに涙を飲みます。結局、新クリフハンガーをクリアできた者は一人も現れず、ここで100人が全滅するのでした。さらに、半年後の2007年の秋にはサスケ第19回大会が放送されますが、この回はサスケ史上最も波乱が起きた回と言っても過言ではないでしょう。サスケオールスターズがファーストステージで全滅したのに加え、今や長野誠に肩を並べるまでに成長していた長崎俊介すらこのステージで散ります。セカンドステージまで進んだ選手もサーモンラダーで全滅。なんとサスケ史上初めてサードステージの進出者のいない大会となりました。あまりにも難しすぎる新サスケ。第18回大会で新サスケとなってリニューアルされて以降、すべてのステージが凶悪な難易度に進化してしまいました。ファーストステージ、セカンドステージからその難易度は凄まじいもので、サスケオールスターズすらも苦戦を強いられるのです。そんな中、2008年春に放送されたサスケ第20回大会で、サスケに新たな風が吹き込みます。今回のサスケでは、ファーストステージをクリアするオールスターズは長野誠ただ一人となり、その長野誠もセカンドステージでまさかのリタイアとなっていました。まさに絶望的な状況だったと言えますが、この回では初出場でサードステージまで進出した新星が現れるのです。アメリカ代表、リーバイ・ミューエンバーグ。日本のテレビ番組であるサスケですが、当時はすでに世界中で放送される人気番組になっていました。海外からも出場を希望する選手が後を絶たず、なんと全米で予選が開幕されたのです。そんなアメリカ中を巻き込んだ予選会で、1位の成績を出した男こそが、このリーバイ・ミューエンバーグなのでした。第20回のサスケに初出場した彼は、ファーストステージ、セカンドステージともに最速タイムでクリア、圧倒的な身体能力を見せつけます。サードステージでは新クリフハンガーの飛び移りでリタイアするものの、
100人中最高の成績を残す結果となりました。今や世界中から出場希望者が現れるようになり、新たな時代を迎えたサスケ。そんな新時代で主役となるのは、オールスターズではなくアメリカ代表選手なのか、視聴者にそう思わせる結果だったでしょう。一方、新たなるサスケ選手が生まれようとしているのは、アメリカだけではありませんでした。国士舘大学。長崎俊介が通う大学で、新たな選手が生まれようとしていました。日本トランポリン協会認定の強化指定選手であった長崎俊介は、本業のトランポリンに専念するため第19回大会以降サスケから一時的に距離を置くこととなります。そんな長崎俊介は、ある日大学で見知らぬ男に声をかけられるのです。サスケ出たいんだけど。国士舘大学体操部、菅野仁。長崎俊介の大学の先輩にあたる彼は、テレビでファイナルステージと戦う長崎俊介の姿を見て、自分の身近にいる人がテレビで大活躍している様に衝撃を受けたと言います。こうしてサスケ出場を志すようになった菅野仁は、第20回サスケに初出場。しかし、体操部であった彼にとって最も得意であったはずのトランポリンでまさかのリタイア。油断と慢心によって、本来の力を発揮できることなく菅野仁のサスケは終わるのでした。しかし、ここでの悔しさが彼の魂に火をつけ、菅野仁はより高みに登っていくことになるのです。東京、お台場。ここでも、新たな選手が目覚めようとしています。2006年年末に、お台場にはマッスルパークと呼ばれるテーマパークが誕生していました。TBS のスポーツバラエティ番組のセットが体験できるこの施設では、サスケのセットも体験することができたのです。気がつけば、マッスルパークはサスケ出場を夢見る若者たちが練習に訪れる場所となっており、まさにサスケ道場のようになっていました。そんなある日、イベントでミスターサスケの山田勝美が、このマッスルパークに訪れます。そこで、山田勝美は驚きの光景を目にすることになるのです。一人の男が、マッスルパークのエリアを、軽々とクリアしていくのです。サスケセットを難なく攻略していくその動きは、全盛期の山田勝美をも思わせます。彼の名は、漆原裕二。学校指定の靴などに使われるローファーを製造する、靴の春田の営業マン。マッスルパークには、長野誠やリーバイをも跳ねのけた新クリフハンガーも設置されています。本番のサスケではまだ誰もクリア者が現れていなかった新クリフハンガー。漆原裕二はこれすらも軽々クリアしていたのです。もともと体操競技をしており、競技引退後もなんとなく懸垂を続けていたという漆原裕二。人知れずトレーニングを行っていた彼は、本人も気づかないうちに人知を超えた領域にたどり着いていました。しかし、ずっとサスケ出場に向けて応募を続けているもののどうしてもオーディションが通過できず、悔しい思いをしているとのことでした。漆原裕二の話を聞いた山田勝美は、どうにか彼をサスケに出場させたいと考えます。山田勝美は、彼が新時代のヒーローになることを確信していたのでしょう。そしてサスケ出場という漆原裕二の夢を叶えるため、山田勝美はあるアイデアを思いつきます。マッスルパークでの衝撃の出来事から月日が流れ、山田勝美の地元の兵庫で、バグイン2期というお祭りが開催されました。バグイン2期は、全国からフォルクスワーゲンの愛好家たちが集まる一大イベントでしたが、様々な出店やパフォーマーが一般参加者も楽しませています。そんな2008年のバグイン2期に、なぜかサスケオールスターズたちの姿がありました。山田勝美がサスケのスタッフに相談し、全国からオールスターズたちを集め、
バグイン2期でイベントを主催していたのです。ここでは、山田勝美が自作したサスケセットが用意され、来場者が体験できるようになっています。また、このセットを使ったタイムトライアルも行われ、最速タイムを叩き出した者にはサスケ出場権が与えられるというのです。サスケ出場のチャンスと聞きつけ、全国からサスケ自慢の猛者たちが集まります。その中には、森本裕介や、又地亮といったサスケを目指す男たちの姿もありました。さらに、普通の営業マン、漆原裕二もこのイベントに参加していたのです。実は、山田勝美はイベント開催に向けて、事前に漆原裕二に必ず来るように連絡していたのです。完全実力勝負のセットを用いたタイムトライアルであれば、漆原裕二が有利だと考えたのでしょう。イベントに向けて山田勝美が作ったセットは6つ。パイプスライダー、ランプグラスパー、反り立つ壁、デビルステップス、サーモンラダー、新クリフハンガー。タイムアタックの形式をとっていますが、そもそもクリアするのすら難しいエリアばかりでした。さらに、今回のタイムトライアルにはサスケオールスターズも参加し、彼らも含めた上で最速タイムを出さなければ出場権は与えられません。つまり、長野誠との直接対決も制さなければならないのです。いざ競技が始まると、森本裕介、又地亮を含む参加者たちは、新クリフハンガーで次々とリタイア。タイムトライアルはおろか、コースをクリアできるものすらほとんど現れませんでした。そんな中、漆原裕二は新クリフハンガーをあっさり攻略してしまった上、最終的に最速タイムを叩き出す結果となります。その鮮やかな動きは、サスケオールスターズたちも驚かせるものでした。そして、漆原裕二は山田勝美と握手を交わします。山田勝美は目論見通り、漆原裕二のサスケ出場の夢を叶えさせることに成功したのでした。しかし、この時山田勝美は勘違いをしていました。実は、漆原裕二の夢は、サスケ出場ではなかったのです。彼の夢は、2度完全制覇すること。サスケが始まって以来10年以上、完全制覇を達成したのはたった2人です。完全制覇者は、秋山和彦と長野誠、そしてこの2人はどちらも一度しか完全制覇は成し遂げられていません。漆原裕二は、まだ誰も達成したことのない2度の完全制覇を成し遂げることで、唯一無二の存在になろうとしていたのです。大胆不敵な靴の営業マン、漆原裕二。いよいよ彼がサスケデビューを果たします。究極のサバイバルアタック、サスケ。100人の挑戦者が巨大アスレチックに挑む TBS のスポーツバラエティ番組の人気を支えてきたのは、ある男たちでした。サスケオールスターズと呼ばれる6人の男たちは、全員日韓人でありながら、サスケにおいてはトップアスリートをも凌駕するパフォーマンスを見せてきたのです。サスケで生まれたヒーローたちは、生半可なタレント以上の人気と知名度を誇るようになり、サスケそのものを人気番組へと押し上げていったのです。ところが、そんなサスケオールスターズの活躍にも、陰りが見え始めます。2007年春に、サスケはすべてのエリアがリニューアルされ、新サスケとして生まれ変わります。凶悪な進化を遂げたサスケには、オールスターズも大苦戦。なんと2007年秋の第19回大会では、サスケが始まって以来初めてオールスターズがファーストステージで全滅することになるのです。そんな中、サスケの収録現場であり、聖地とも呼ばれる緑山スタジオには、
新たな英雄が現れようとしていました。アメリカからの黒船、リーバイ・ミューレンバーグ。当時、サスケは、忍者ウォーリアのタイトルでアメリカでも放送され、絶大な人気を誇っていました。そして、日本のサスケに向けてはアメリカでも大々的な予選会が開催され、緑山スタジオに精鋭を送り込んでいたのです。リーバイは、2008年春の第20回サスケで全米ナンバーワンの称号を引っ提げ緑山スタジオに現れると、ファーストステージを最速タイムでクリア。さらに、セカンドステージは唯一のクリア者となり、100人中最高の成績を残すことになるのです。そして、そんなサスケはアメリカだけでなく、アジア地域でも人気が爆発していました。台湾のロッククライマー、リー・エンチ。サスケにおいては台湾最強とも言われる彼も、2006年秋の第17回サスケで初出場するといきなりファーストステージクリアの活躍を見せています。オールスターズにとって変わるように、海外のサスケ選手が頭角を現していくことになるのでした。さらに、日本においてもある場所を中心に、サスケの新時代を築き上げる男たちが現れようとしていました。東京お台場、マッスルパーク。当時人気番組であったサスケを含む、TBS のスポーツバラエティ番組で使われた数々のセットを体験できるテーマパークです。このマッスルパークを拠点として、サスケ新世代と呼ばれる若い世代の選手たちが徐々に存在感を示していくようになるのです。千葉県在住、日置将士。彼も後に新世代と呼ばれるようになる男の一人です。彼女とのデートでなんとなく訪れたマッスルパークでサスケセットを目にしたことが、サスケの世界に足を踏み入れるきっかけとなります。運動神経には自信のあった日置将士は、彼女にかっこいいところを見せようとサスケセットに挑んでみるものの、なんと4つあったすべてのエリアで即落ち。テレビで見た印象とは全く異なる、サスケの難しさを身をもって体感するのです。その日からサスケの魔力に取り憑かれることとなった日置将士は、これ以降彼女とのデートもほぼすべてマッスルパークになります。しかし、どうしてもクリアできないサスケ。この悔しさが彼をよりサスケに引き込んでいったのかもしれません。そんな中、日置将士は、師匠となる存在に出会います。マッスルパーク完全制覇者、川口智弘。川口智弘は、中学の時に両親が離婚して以来、父と生き別れとなり、素行も悪くなっていきます。高校に進学するものの結局中退してしまい、特に目標もなく不良少年としてふらつくような生活を送ることとなるのです。人生の目標を失いかけていた時、川口智弘が出会ったのがサスケでした。サスケ完全制覇という、人生で初めてできた目標。彼の中に眠るサスケの才能はトレーニングによって研ぎ澄まされていき、マッスルパークのサスケエリアを完全制覇する実力者に成長していました。そして、当時流行していた SNS であるミクシーで川口智弘と知り合った日置将士は、彼の下でサスケの修行に身を置くようになるのでした。彼ら二人は、まだ本番のサスケの出場経験はなかったものの、いつか一緒にスタート台に立つことを誓い合うのでした。また、マッスルパークでは、他にも完全制覇者が現れます。靴の春田の営業マン、漆原裕二。何年もサスケ出場を志していた漆原裕二は、なかなか出場権を得られぬままみそじを迎えようとしていました。そして人知れずサスケの鍛錬を続けていた彼は、本人も気づかぬうちにオールスターズをも超える実力を身につけていたのです。兵庫県、三木市のイベントでのサスケ予選会では、長野誠との直接対決にも勝利して、2008年秋のサスケ第21回大会への出場権を手にするのです。
また、漆原や川口らよりもさらに若い世代のものも、徐々に力をつけていきます。高知県の修行中の少年、森本裕介。そして川崎のサスケバカ、又地亮。小学生の時にテレビで見たサスケオールスターズに憧れ続けた彼らも、緑山で戦う戦士に成長していくのでした。サスケオールスターズが最強の名を欲しいままにしていた時代も終焉を迎えようとしています。サスケオールスターズ、サスケ新世代、そして海外勢。3つの勢力がしのぎを削ることとなり、サスケはまさに三国志の様相を呈していくようになるのでした。そんな中、2008年秋に、第21回サスケが放送されます。今回のサスケでも、サスケオールスターズが収録現場の緑山スタジオに集結しました。さらに、前回の第20回サスケで100人中最高の成績を残した黒船、リーバイ・ミューエンバーグや、台湾の英雄リー・エンチに加え、サスケ新世代も出揃います。漆原裕二を筆頭に、川口智弘、又地亮といったメンツもオーディションを無事通過するのです。修行中の少年、森本裕介も出場権を獲得し、緑山にその姿を現すのでした。ところが、今回のサスケでもファーストステージから波乱が起こります。なんと、サスケ新世代を含む若手選手たちはファーストステージであっさり全滅。本番のサスケの厳しさを身をもって知ることとなるのです。結局、セカンドステージへはオールスターズ3人、海外勢3人を含む9人が進出することとなりました。セカンドステージの難所は、第2エリアのサーモンラダー。爪に引っかかったバーにぶら下がり、懸垂の要領でバーごとジャンプして上に進んでいくエリアです。なんと、このエリアで完全制覇候補のリーバイ・ミューエンバーグが脱落。さらに、台湾最強のリー・エンチもゴール目前でタイムアップし、海外勢はこのステージで全滅してしまうのです。また、サスケオールスターズの白鳥文平もセカンドステージ開始直後にバランスを崩しまさかのリタイアとなります。なお本大会後、白鳥文平は持病の腰痛の悪化か、膝の怪我の影響か、第一線からは退くこととなるのです。いよいよ難攻不落のサードステージ。結局ここまで残ったのは、わずか3人のみ。当時ハンドボールの日本代表だった宮崎大輔と、サスケオールスターズで消防士の武田俊弘、同じくオールスターズの漁師、長野誠だけがサードの進出者でした。一人目のチャレンジャーであった宮崎大輔がステージ序盤で沈む一方、今回はサスケオールスターズが快挙を成し遂げることになります。二人目のチャレンジャー、消防士の武田俊弘がついに人類で初めて、新クリフハンガーをクリアするのです。3センチの突起にぶら下がって進むこのエリアでは、途中にある1メートルの空白を指の力だけで飛び越える必要があり、かつては全米ナンバーワンのリーバイですら知っていました。新クリフハンガーの先に進んだ武田俊弘ですが、さらなる未知の難関エリアが待ち受けていました。1.6 メートル間隔のバーを飛び移って進むジャンピングバーをクリアすると、初お目見えのハングクライミングに進みます。ボルダリングのような壁を登るこのエリアで、武田俊弘の腕力は限界を迎え、リタイアとなってしまうのでした。そして、100人最後の生き残りとなった長野誠。2年前の完全制覇者である彼もまた、新クリフハンガーを突破するのでした。さらに、問題のハングクライミングもクリアし、板の縁を掴んでぶら下がり、2メートルの空白をジャンプする新エリア、スパイダーフリップも見事超えるのです。そして、ついにサードステージの最終エリア、グライディングリングまでたどり着きます。
ここを超えればファイナルステージというところですが、長野誠の腕力もここで限界を迎え、ゴールを目前にしてリタイアしてしまうのでした。結局、今回のサスケもサードステージで100人全滅となります。しかし、それでもサスケオールスターズの実力が未だ健在であることを視聴者に知らしめる結果だったと言えるでしょう。一方、半年後の第22回サスケでは、サスケ新世代が大きく活躍することとなります。前回の活躍から打って変わって、サスケオールスターズはファーストステージで全滅してしまい、完全制覇への本命不在のままサードステージが始まるのです。サードステージ1人目のチャレンジャーは、国士舘大学体操部の菅野仁。長年の体操競技で培ったバネの強さと、ウェイトトレーニングによって鍛え上げられた圧倒的なパワーが彼の武器です。1年前のサスケに初出場した彼は、今回初めてファーストステージをクリアするとその勢いのままサードステージまで進出していました。当時は全くの無名選手であった彼ですが、なんと、新クリフハンガーをクリア。サスケオールスターズ以外でこのエリアをクリアしたのは彼が初めてで、終盤のスパイダーフリップでリタイアしてしまったものの大きなインパクトを残します。そして、2人目のチャレンジャー、靴の営業マンの漆原裕二。山田勝美にその才能を見出されサスケ出場への道を切り開いた漆原裕二は、初出場の前回のサスケでまさかのファーストステージリタイア。再び予選会から出直しとなった漆原裕二ですが、今回再び予選会を勝ち上がり、サスケ本戦で自身初のファーストステージクリアを成し遂げるのです。そしてそのままセカンドステージも突破し、サードステージまで駒を進めていました。彼も菅野と同じく体操競技の経験者で、懸垂で鍛えた前腕の強さと、身長160センチ台前半の小柄な体格を生かした身軽な動きが武器でした。そんな漆原裕二もまた、新クリフハンガーのクリア者となるのです。さらに、前回武田俊弘がリタイアしたハングクライミング、菅野仁がリタイアしたスパイダーフリップもクリアします。そして、前回長野誠がリタイアした最終エリア、グライディングリングもクリアして、なんと新サスケ初のファイナリストが誕生してしまうのでした。その後、台湾のリー・エンチなどもサードステージに挑むも全員脱落。結局、今回のサードステージクリア者は漆原裕二のみとなり、2年半もの間封印されていた新ファイナルステージがその姿を現すことになります。リニューアルされたファイナルステージは、前半は13メートルの縄ばしごを登る、ヘブンリーラダー。そして後半は10メートルの綱を登る、G ロープで構成されていました。ファイナルステージと対峙する漆原裕二。その姿を、微妙な表情で山田勝美が見つめます。漆原には言ってほしいですけどね。ここにオールスターズがいないのが複雑な気持ちです。サスケオールスターズに代わる若い力、サスケ新世代。そのリーダーとも言える漆原裕二が、たった2回の出場で前人未到のファイナルステージまでたどり着きます。惜しくも完全制覇には至らずタイムアップとなってしまうものの、時の移ろいを感じさせる結果となるのでした。また、ここでの漆原裕二と菅野仁の大活躍によって、サスケの番組内でも、新世代、という言葉がプッシュされるようになっていきます。そして、半年後の2009年秋の第23回のサスケは、英雄 VS 新生、というキャッチコピーで、サスケ新世代とサスケオールスターズの対立構造を煽る演出となっていました。英雄代表は、1年前のサスケでサードステージ最終エリアまで進んだ完全制覇者、長野誠。新生代表は、半年前に新サスケ初のファイナリストとなり、
完全制覇まであと1メートルまで迫った靴の営業マン、漆原裕治。他にも、サスケオールスターズやサスケ新世代に加え、海外のサスケ戦士も緑山に集います。そして、今回のサスケでは、新サスケへのリニューアル以来のクリアラッシュに会場が沸くこととなります。若手選手からは、パルクールを得意とする高校生の佐藤淳や、ジムインストラクターの橋本浩二といった選手が初クリア。サスケ新世代の騎手、菅野仁はゼッケン96番という後半に登場し、何度かケアレスミスがありながらも持ち前の筋力でファーストステージをねじ伏せます。そして、新サスケ唯一のファイナリスト、漆原裕治は99番をつけて出場し、彼もまた順当にセカンドステージへ進出します。また、海外勢も好調で、全米ナンバーワンのリーバイや台湾最強のリー・エンチラを含む4人がファーストステージをクリア。さらに、前回ファーストステージ全滅というまさかの結果に終わったサスケオールスターズも、今回は復活の兆しを見せます。ガソリンスタンドエリアマネージャーの山本慎吾、消防士の武田俊弘がファーストステージで圧巻のパフォーマンスを見せ、会場を盛り上げるのでした。結局、99人が挑戦した時点でファーストステージのクリア者はなんと15名にも上るのでした。そして、ゼッケン100番、長野誠。オールスターズ限界説が囁かれ始めた今でも、やはり実力人気ともにナンバーワンの存在であった彼は、史上初の2度目の完全制覇達成に向けて期待が寄せられていました。実際に、今回のサスケでもファーストステージの難関エリアをスルスルと越えていき、視聴者の期待に応えていくのです。しかし、ジャンピングスパイダー、反り立つ壁も楽勝で突破してクリア目前となったところで、まさかの事態に陥ります。第7エリアのスライダージャンプにおいて、セットの不備でバーが途中で止まってしまい、長野誠は落水してしまうのです。そして、すぐさまスタッフがコースのコンディションを確認したところセットの不備が見受けられ、長野誠はファーストステージ再挑戦ということになりました。サスケ史上初、2度目のファーストステージ。今回のファーストステージは全長130メートルという過去最高のロングコースで、スタミナが試される作りとなっていました。そんなステージに2度挑むというのはまさに前代未聞の挑戦で、サスケ新世代の漆原裕治や菅野仁も、いくら長野誠でも無理だろうと語ります。そんな中、セットのメンテナンスも完了し、予備のナイター照明が灯されたファーストステージに長野誠が挑みます。不可能とも思われた挑戦ですが、なんと長野誠は1度目の挑戦時と同じように次々とエリアをクリアしていくのです。反り立つ壁も全く問題なし、そして先ほど不備のあったスライダージャンプもあっさりクリアします。実況のアナウンサーもその様子に驚き、興奮した様子で彼の勇姿を称えます。そして、ファーストステージのゴール地点までたどり着き、ボタンを押す長野誠の姿を見た実況のアナウンサーは、こう叫ぶのです。ミスターサスケ。それは長野誠だ。ミスターサスケ、かつてそう呼ばれている男がいました。男の名は、山田勝美。サスケに人生を捧げた男として知られる彼は、世界最古の自作サスケセットを建立した人物としても知られます。サスケ完全制覇という夢のため、仕事をクビになってまでトレーニングを続ける様はまさに人生サスケ。2002年秋のサスケでは、その練習の成果かサードステージの最終エリアまでたどり着くも、惜しくもリタイアとなります。そして、俺にはサスケしかないんですよ、と涙を流すのでした。そんな一途に夢を追って戦い続ける男の姿を見た人々はいつしか山田をミスターサスケと呼ぶようになっていきます。しかし、結局寸でのところで完全制覇を逃してしまい、
彼の夢は叶うことはなかったのです。一方、そんな山田勝美の不器用な生き様に憧れ続ける男がいました。宮崎の漁師、長野誠。山田勝美に憧れてサスケワールドに足を踏み入れた長野誠は、出場を重ねるごとにみるみる頭角を現していきます。2006年秋のサスケではついに念願の完全制覇を達成し、山田も知らぬ境地にたどり着くことになったのです。気がつけば、サスケの主役は山田勝美から長野誠へ完全に移っていました。そして、2009年秋の第23回サスケ、2度のファーストステージ挑戦という前代未聞のアクシデントにも見事打ち勝ち、16人目のファーストステージクリア者となった長野誠。ミスターサスケの称号が山田から長野へ襲名されたことが、実況のアナウンサーから伝えられるのでした。こうして、完全に時代に取り残されることになった山田勝美ですが、ファーストステージの収録が終わった後にある事件が起こります。スタッフに詰め寄る長野誠。彼は、自分には2代目ミスターサスケを名乗る資格がないことを話します。確かに、サスケの実力、実績では山田勝美を上回ったかもしれません。しかし、サスケを愛する気持ちでは、山田勝美の足元にも及んでいないと語るのです。結局、長野誠はミスターサスケの襲名を拒み、山田勝美が永遠にミスターサスケとなるのでした。ファーストステージをクリアした16人が次のステージに進むも、ファイナルステージまでの道のりは険しいものでした。台湾の英雄、リー・エンチはセカンドステージのメタルスキンでまさかのリタイア。さらに、サスケ新世代最強の男であった靴の営業マンの漆原裕二も、新エリアのアンステーブルブリッジで足元を救われます。全米ナンバーワンのリーバイは、サードステージの新クリフハンガーで失敗。サスケオールスターズでガソリンスタンド勤務の山本慎吾はサードステージ開始直後に脱臼癖のある左肩が外れてしまい無念の棄権。そして、同じくオールスターズで消防士の武田俊弘は、サードステージ終盤まで進むも、スパイダーフリップで散るのでした。結局、ファーストステージをクリアした猛者たちも次々とふるいにかけられ、生き残ったわずか2人によってファイナルステージが始まります。ファイナルステージ1人目のチャレンジャーは、サスケ新世代の騎手、菅野仁志24歳。前回大会でサードステージ終盤まで進んだことで一気に注目選手となった彼は、今大会に向けて徹底的に肉体を鍛え上げてきていました。元国士舘大学体操部だった彼は、この春大学を卒業した後もサスケのために就職はせず、持てる時間のすべてをサスケのトレーニングに捧げています。特に、綱登りには自信があり、10メートルの綱をわずか8秒で登るほどでした。そして、2人目のチャレンジャーは、サスケオールスターズ、長野誠37歳。今年、長男の海王くんが生まれており、愛する我が子に史上初の2度目の完全制覇を誓います。英雄 VS 新星、その戦いはクライマックスを迎えようとしていました。しかし、菅野仁志はこれまでのステージで疲労が溜まっていたのか、得意の綱登りでも思うように登ることができずタイムアップ。長野誠もまた、クリア目前のところでタイムアップとなってしまい、完全制覇者は現れることはなかったのでした。サスケオールスターズ VS サスケ新世代 VS 海外勢。その三つどもえの戦いの決着は、次回へ持ち越しとなるのでした。
時は2009年、サスケはまさに戦国時代の様相を呈していました。サスケオールスターズとサスケ新世代が完全制覇を目指ししのぎを削っていたのです。1997年のサスケの番組開始当初から活躍していたサスケオールスターズは未だ現役バリバリ。2009年秋の第23回サスケでは、ガソリンスタンド勤務の山本慎吾と消防士の武田俊弘がサードステージ、漁師の長野誠がファイナルステージまで進出していました。一方、サスケ新世代と呼ばれる若手選手も頭角を現すようになっていきます。2009年春のサスケでは靴の営業マンの漆原裕二、秋のサスケでは元国士舘大学体操部の菅野仁がファイナルステージまで進出するのです。さらに、川口智弘、日置正史、又地亮、森本裕介といった若い選手たちも徐々に力をつけていました。そんな中、完全に時代に取り残されている男がいました。男の名は、山田勝美。サスケオールスターズの一人で、完全制覇を目指して人生をサスケに捧げていた彼は、ファーストステージのクリアすらも遠ざかっていました。2009年秋の第23回サスケでは、ついに10回連続のファーストステージリタイアとなっており、かつて、完全制覇に最も近い男、と呼ばれていた時の面影はもうありませんでした。さらに、第23回サスケでは4人のオールスターズが出場したうち、山田勝美を除く3人がサードステージまで進出しており、山田勝美だけが成績を極端に落としていたのです。もはや完全に時代の流れに取り残されていた男は、ある決意をします。そして、山田勝美の引退試合となるサスケ第24回大会が2010年の新春に開催されるのでした。コンクリートミキサー車運転手の川口智弘、ジムインストラクターの橋本浩二、パルクールを得意とする高校生の佐藤淳など、若い選手がファーストステージを次々と突破していきます。そんな中、山田勝美は反り立つ壁が登れず引退。さらに他の有力選手にもサスケの魔物が襲うのです。ガソリンスタンド勤務の山本慎吾は96番で登場。ハーフパイプアタックや反り立つ壁でのミスが続き大幅なタイムロス。結果的にクリア目前でタイムアップとなります。さらに、前回大会ファイナリストの菅野仁は99番で登場するも、山本慎吾と全く同じミスでタイムロスが続き時間切れ。負の連鎖が続きます。そして、ゼッケン100番の漁師、長野誠はタイムロスを恐れて焦りすぎたのか、序盤のジャンピングスパイダーで急ぎすぎて足を滑らせリタイアとなるのです。また、ファーストステージをクリアした若手選手たちも、セカンドステージの洗礼を受けることとなります。川口智弘はアンステーブルブリッジ、佐藤淳がサーモンラダーで散っていくのでした。そして、サードステージ。ここまでに、結局7人の選手が残ります。若手選手である運送業の田島直也、事務インストラクターの橋本浩二は初めてのサードステージ。さらに、サスケ新世代のリーダー的存在である靴の営業マン、漆原裕二も2大会ぶりにサードステージに進出です。そして、海外勢からは台湾代表のロッククライマー、リー・エンチ。ベテラン選手からは運送業の高橋健二、元陸上選手の奥山義行。そしてサスケオールスターズで消防士の武田俊弘が残りました。前回大会のファイナリスト2人はすでに姿を消しており、本命不在と思われたサードステージですが、まさかの展開になります。1人目のチャレンジャーの田島直也が初めてのサードステージでいきなり最終エリアのグライディングリングまで進出。想定以上の大健闘に他の選手たちも勢いづいたのか、
ここからのチャレンジャーが大躍進を見せていきます。2人目の橋本浩二は初めてのサードステージをいきなりクリアしてしまうのです。さらに、リー・エンチ、漆原裕二、高橋健二、奥山義行と5人連続でサードステージをクリアするという前代未聞の展開になるのでした。サスケの難しさは、単純なフィジカル的な競技の難度に加え、テレビカメラの回った緊張感のある現場での一発勝負というメンタル的な要素もよく指摘されます。練習では100発100中でできていたはずなのに、本番のサスケでは実力を発揮できずにリタイアしてしまうなんて話もよく聞かれました。逆に、良い流れが来れば、ここまでのクリアラッシュが起こるのか。フィジカル的にはクリアできるはずだったのにこれまでチャンスをつかめなかった。そんな選手たちが次々と栄光をつかむのでした。そして、そんな最高の流れで、サードステージ最後の挑戦者が現れます。サスケオールスターズ、史上最強の消防士、武田俊弘。当時最多となる13度目のサードステージ進出。サスケオールスターズの中でもサードステージ進出率は突出しています。しかし、このサードステージが鬼門となっており、オールスターズで唯一ファイナルステージの進出経験がなかったのでした。完全にいい流れで始まった武田俊弘のサードステージ。誰もが彼のファイナル初進出を確信していましたが、逆にそれがとてつもないプレッシャーになっていたのかもしれません。さらに、いつもは彼の後に控えているはずの長野誠もすでにファーストステージで散っており、サスケオールスターズの期待は彼一人の肩にのしかかる形となっていました。新クリフハンガーまでは問題なくクリアするも、ここから彼の苦手エリアが続きます。かつてリタイアした経験のあるハングクライミングで慎重に進みすぎたのか、想定以上に腕力を消耗してしまったように思えます。そして、次もリタイア経験のあるスパイダーフリップ。ここで武田俊弘の腕力が限界を迎えるのです。もう前に進むことができなくなってしまった武田俊弘。オールスターズ、新世代、海外勢、皆が彼に声援を送ります。前に進む腕力は残っていなかったものの、必死で耐える武田俊弘。しかし、いつまでも耐えられることもなく、あえなく落下。ここで、サスケオールスターズは全滅となってしまうのでした。リタイアした武田俊弘は、すでに池から這い上がる力も残っておらず、スタッフに引っ張り上げられなんとか地上に上がります。結局、これが彼にとって最後のサードステージとなってしまうのでした。サスケ史上最多タイの5人が挑むファイナルステージ。2007年春の大リニューアル以降、たった3人しか生まれていなかったファイナリストが、今夜一気に延べ8人となりました。今回の5人のファイナリストたちに、リポーターがインタビューをします。皆がここにたどり着くまでの長い道のりに対する思いや、サスケに対する愛を語ります。そんな中、今回のファイナリストの中で唯一このステージの経験のある漆原裕二。彼だけは異なりました。練習通りにやればいけると思います。まるでここに立っていることが当たり前であるかのような、ひょうひょうとした雰囲気で語ります。漆原裕二、彼にとってファイナルステージまでの道のりは通過点だったのか、いや、完全制覇すらも通過点なのか、そう思わせる話しぶりでした。結局、他の選手たちが次々とファイナルステージでリタイアしていく中、漆原裕二が3秒以上残しあっさり完全制覇を達成。出場回数わずか4回にして、2度ファイナルステージに進出し、史上3人目の完全制覇者となります。その実力は、歴代のサスケ出場者の中でも圧倒的なものでした。
そして、漆原裕治の完全制覇後、TBS には彼の挑戦に不正があったのではないかというクレームが殺到します。彼がファイナルステージで履いていたゴム足袋が滑り止めになっていて、公平性を欠いているというのです。しかし、実際にはファイナルステージ進出者全員がゴム足袋を履いていて、全くもって公平なものでした。漆原裕治にとっては災難なクレームだったと言わざるを得ませんが、視聴者が疑いを持ってしまうほど彼の実力がずば抜けていたことの裏返しとも言えるでしょう。こうして、初めてサスケオールスターズ以外の手で陥落した鋼鉄の魔杖は、さらなる進化を遂げることとなります。セカンドステージのサーモンラダーはダブルサーモンラダーにリニューアル。さらに、サードステージはすべてのエリアが新エリアになるという驚愕のリニューアルとなります。その中でも、新クリフハンガーのリニューアルであるアルティメットクリフハンガーが視聴者に衝撃を与えることになるのです。指をかける突起は全部で6本となった上に、最後の2つの空白は間隔が広くなっていて、指先の力だけでジャンプしなければなりません。漆原裕治の完全制覇後、第25回、第26回のサスケが開幕されますが、大本命だった漆原裕治はゼッケン100番をつけたプレッシャーか、ボンミスが続き序盤で敗退。サードステージまで進んだ選手も、皆、アルティメットクリフハンガーまでにリタイアする結果に終わるのでした。そして、2011年の秋、サスケ第27回大会が開催されます。今回も、主役となるのはやはりサスケ新世代を含む若い選手たちでした。2009年秋のファイナリスト、菅野仁はなんとゼッケン1番で登場し、ファーストステージを見事突破します。2010年新春のファイナリスト、橋本浩二も20番という序盤に登場し、彼もセカンドステージへと駒を進めます。さらにゼッケン55番、植木職人の朝和馬。彼は上半身裸に、サスケ命、と刺繍が入った日課ポッカ、背中にはマジックで、サスケ魂、と書かれた衝撃的なビジュアルで登場します。彼も自身初のファーストステージクリアとなり、ゴール地点ではあまりの嬉しさに大粒の涙を流して喜びます。その強烈なインパクトから、涙の植木職人のキャッチコピーの下で常連組になっていくのでした。そして、ここ2大会ではボンミスが続いた漆原裕治も、冷静にファーストステージを突破。一方、コンクリートミキサー車運転手の川口智弘や、北川電機勤務の日置正史なども出場していましたが、彼らは惜しくもリタイアとなりました。そんな中、かつてサスケオールスターズに憧れ続けた少年たちも登場します。川崎の塗装工、又地亮。山田勝美や秋山和彦といったサスケのスターに憧れ続けた小学校時代、その卒業文集には、サスケに出て活躍し、完全制覇したいです、と書かれていました。中学時代は部活には入らず、放課後をサスケのトレーニングに当てていたという彼についたあだ名は、サスケバカ。そんな少年は、19歳の時についにサスケ初出場するも、あっさりリタイアしてしまいます。しかしその後もくじけることなく鍛錬を続け、気がつけば4畳半の自宅はサスケセットで埋め尽くされていました。そして、2011年の秋、22歳になった又地亮はゼッケン62番で出場します。ついに念願のファーストステージクリアに至り、ゴール地点で、やったー、と叫ぶのでした。さらに、高知県の修行中の少年、森本裕介。7歳の時テレビで見た山田勝美の姿に心を奪われ、以来彼の人生はサスケ一色になりました。又地亮と同じく学生時代は部活に所属せず、学校が終わったらサスケの練習と研究に没頭していたのです。
初出場は中学3年生の時、修行中、と書かれた T シャツを着て登場しました。結果はファーストステージリタイア。その後何度も出場するも、ずっとファーストステージでのリタイアが続いていました。月日が流れ、大学生となった森本裕介はゼッケン84番で今回のサスケに出場。先にクリアしていた又地亮が彼に、絶対いける、と声をかけます。そして、森本裕介もまた、自身初のファーストステージクリアを達成するのでした。セカンドステージ。ゼッケン1番の菅野仁は、ファーストステージ終盤で肩を怪我しており、無念の棄権となります。その後、植木職人の朝一馬、修行中の森本裕介といったセカンドステージ初挑戦のメンバーは次々とリタイアしていくのです。そんな中、今回活躍することになったのは塗装工の又地亮。ファーストステージ初クリアの勢いに乗り、そのままセカンドステージも突破してしまうのです。また、ファイナルステージの進出経験もある橋本浩二、史上3人目の完全制覇者である漆原裕治もサードステージに進むのでした。結局、サードステージまで残ったサスケ新世代は、橋本浩二、又地亮、漆原裕治の3人。今回、サスケオールスターズで唯一サードステージまで残っていた長野誠を含む他の選手たちが、アルティメットクリフハンガーに苦しむ中、新世代がポテンシャルを見せつけます。橋本浩二がいきなりアルティメットクリフハンガーをクリア、会場を沸かせるのです。その後のチェーンシーソーで辛酸を舐めるも、後続の選手たちに良いイメージを残します。そして、なんと塗装工の又地亮も初のサードステージでいきなりアルティメットクリフハンガーをクリア。そのまま勢いに乗ってサードステージもクリアしてしまうのです。さらに、史上3人目の完全制覇者である漆原裕治も、あっさりサードステージをクリア。若い世代の強さが光る大会となったのでした。2010年新春の漆原裕治の完全制覇以来、初めて誕生したファイナリスト。リニューアルされたファイナルステージがその姿を表します。エリアは一つ、20メートルの綱を登る、アルティメットロープクライム。制限時間は40秒。一人目のチャレンジャー。塗装工の又地亮は初めてファーストステージをクリアするといきなりファイナルステージまで進んでしまったこととなります。慣れない長時間のテレビ収録に疲労が溜まってしまったのか、思うようなペースで綱を登れません。結局、完全制覇には遠い結果で終わってしまいました。そして、漆原裕治の挑戦。2010年新春の完全制覇の際には、ゴム足袋を履いていたことから TBS にクレームが入っていました。ゴム足袋自体は不正行為ではなかったのですが、今回は自らの手でゴム足袋を封印していたのです。しかし、ゴム足袋を履かずとも、漆原裕治の綱登りの速度は全く衰えることはありませんでした。結局、またしてもあっさり完全制覇を成し遂げてしまった漆原裕治。サスケ史上、初めての2度の完全制覇。漆原裕治は、まさに唯一無二の存在となります。出場7回で2度の完全制覇というあまりにも圧倒的すぎるその実力から、彼は、サスケの王様、と呼ばれるようになるのでした。漆原が伝説を成し遂げてしばらくして、サスケの制作会社は破産します。1997年に始まったサスケは、数々のドラマが織りなされ、多くのヒーローが生まれました。しかし、そんな伝説的なテレビ番組も、
制作会社の破産もあって巷では打ち切りが噂されるようになります。そして、月日は流れ、サスケの記憶は徐々に人々の中から失われていくのでした。サスケオールスターズ、サスケ新世代。時代を紡いだヒーローたちも、日常に戻っていきます。それでも、サスケ戦士たちの残した伝説は、少なからず世界に影響を与えていました。日本で始まったサスケは、アメリカでも、アメリカン忍者ウォーリアのタイトルで現地版が制作されるようになっていたのです。さらに、シンガポール、マレーシアなどのアジア地域でもオリジナルのサスケが制作されます。特にマレーシアでは、30歳以下の男女の 50% 以上が肥満という問題を抱えていたため、国策でサスケが推奨されるようになるのです。そして、サスケ代表としてマレーシアに訪れた長野誠は、マレーシアの首相と握手する場面もありました。日本では忘れ去られようとしていたサスケですが、その遺伝子は世界中で花開こうとしていたのです。そんなある日、サスケ誕生の地、日本でもあるニュースが舞い込みます。サスケ、復活。制作会社がなくなったことで、打ち切りも噂されるようになったサスケ。しかし、1997年のサスケ開始当時のスタッフが再び集結し、サスケを復活させようとしていたのです。サスケライジングと名前を変えた鋼鉄の魔女が、再び緑山スタジオに姿を現したのでした。そして、2012年年末にはいよいよ復活したサスケ第28回大会が放送されるのですが、そのキャッチコピーは衝撃的なものでした。オールスターズ、最後の戦い。第1回から全てのサスケに出場していた山本慎吾は、長年勤めていたガソリンスタンドを退職し、さらにサスケの引退を表明しました。そして、史上初の完全制覇者、元毛ガニ漁師の秋山和彦もまた、サスケを引退します。2年前に引退を撤回していたミスターサスケ、山田勝美も再び引退。漁師の長野誠、消防士の武田俊弘は引退こそしなかったものの、完全制覇を目指す第一線の戦いからは退くこととなります。5人が出場したサスケオールスターズはファーストステージであっさり全滅。彼らは、サスケの未来を次の世代に託します。漆原裕二、菅野仁、又地亮、浅一馬。まるでかつてのオールスターズのように鮮やかにファーストステージを突破していった彼らが、サスケの未来を担っていくこととなります。サスケ新世代 VS サスケライジング。新たな物語が幕を開けました。2011年、制作会社が破産し、打ち切りも噂されるようになったサスケ。しかし、2012年年末にサスケは復活し、サスケライジングとして第28回大会が開催されるのです。オールスターズ最後の戦い、と銘打った今大会では、山田勝美、山本慎吾、秋山和彦がサスケを引退。サスケオールスターズからサスケ新世代へと世代交代が行われました。そして、新たなサスケの主役として戦うサスケ新世代の男たちは、驚愕の新エリアに挑んでいくこととなります。ファーストステージのあの名物エリアは、2連反り立つ壁に進化。そしてセカンドステージでは、2機に交互に飛び移る、スワップサーモンラダーが登場。さらにセカンドステージ後半には、逆流するプールを泳ぐ、バックストリームが挑戦者を待ち構えています。地獄のセカンドステージを越えると、その先にはさらなる進化を遂げたサードステージが待っています。3センチの突起にぶら下がる名物エリア、クリフハンガーは、
クレイジークリフハンガーにバージョンアップしていました。一つ目の空白は上り段差、二つ目の空白は下り段差。そしてなんと三つ目の空白は、180センチ後方に広がっていました。体を振って背面に大きくジャンプしなければいけないのです。さらに、そんな難関エリアを越えた先には、新エリアのバーティカルリミットが待ち受けます。縦型のクリフハンガーの異名を持つこのエリアは、なんとたった1センチの突起に指をかけてぶら下がる必要があるのでした。そして、そんな新たなサスケに挑んだサスケ新世代からは、4人のファーストステージクリア者が現れました。靴の営業マン、漆原裕二。サスケ史上唯一2度の完全制覇を達成したこの男は、サスケの王様、と呼ばれるようになっていました。そして、今大会でも王の貫禄を見せつけ、20秒以上残す最速タイムでファーストステージを突破します。4畳半ヒーロー、又地亮。小学生の時から完全制覇を夢見ていた彼の4畳半の自室は、気がつけば自作のサスケセットで埋め尽くされていました。そして、前回大会でついにファイナルステージまでたどり着いた又地亮は、完全制覇の有力候補の一角となるのです。サスケ復活に向けて又地亮は長年勤めていた塗装工を退職。無職になった彼は、今回のサスケに全てをかけていました。サスケ新世代の騎手、菅野仁。国士舘大学体操部出身の彼は、体操競技で培ったしなやかさと、ウェイトトレーニングで鍛えた圧倒的な筋力が武器です。大学卒業後はサスケのために就職せず、フリーターで食いつなぎながら持てる時間の全てをサスケに当てていました。2011年のサスケ制作会社破産以降は、ビルメンテナンスの会社に勤めながら、シルバーアクセサリーのデザイナーとして働くようになります。それでも菅野仁の闘志は消えたわけではなく、むしろよりパワーアップしてサスケライジングに挑むのでした。涙の植木職人、朝一馬。上半身裸に、サスケ命、と刺繍の入った日課国歌、背中にはマジックで書かれた、サスケ魂。衝撃的なビジュアルは、記憶に残っている視聴者も多いでしょう。初出場のサスケでは、反り立つ壁でタイムアップ、涙を流します。それから月日が流れ、前回大会でようやくファーストステージを突破し、今度は嬉し涙を流すのでした。そして、復活したサスケライジングでもファーストステージをクリアし、新世代としての底力を見せつけました。こうしてセカンドステージに進んだサスケ新世代の面々の鬼門となったのは、新エリアのバックストリームでした。これまで泳ぎの経験がほとんどなかったという漆原裕二と又地亮が大苦戦するのです。漆原裕二は溺れかけながらもなんとか突破しますが、又地亮はここで力尽きます。そして、サードステージまで進んだ3人が挑むのは、超難関の新エリア、クレイジークリフハンガー。朝一馬、菅野仁だけでなく、これまでサードステージでリタイア経験のなかった漆原裕二すらもここでリタイア。結局、ファイナルステージは愚か、バーティカルリミットにすら誰もたどり着かず、100人が全滅してしまうのでした。こうして、サスケライジングの恐ろしき全貌が明らかになった第28回大会ですが、この放送後、サスケ界に大ニュースが舞い込みます。なんと、サスケの世界大会の開幕が決定するのでした。今や世界中で人気番組となったサスケ。2013年にマレーシアで世界中からサスケの猛者を集め、世界一のサスケ選手を決める大会を行うというのです。そして、サスケ大国日本からも、もちろん代表選手を送り込むことになります。こうして、世界大会の出場者を決める大々的な予選会が開幕するのです。
まず、緑山スタジオで本番スケールのサスケセットが組まれ、予選が行われます。そして、その予選から勝ち上がった選手、オーディションの通過者、推薦枠の選手100人で、サスケ第29回大会が開催されます。2013年夏にテレビでも放送されるサスケ第29回大会は、日本代表を決める最終選考も兼ねており、ここでの優秀成績者が世界大会への切符をつかむことになるのです。こうして、まずはサスケ本戦への予選会が開催されるのですが、その会場には意外な男の姿がありました。サスケ解禁賞、山本進吾。前回大会を最後にサスケを引退したはずだった彼は、世界大会の噂を聞きつけいても立ってもいられなくなったそうです。しかし、一度は引退をした身、一からトレーニングをやり直し、予選会から再び出直そうとしていたのです。長年勤めていたガソリンスタンドも退職し、自動車整備工場で働き始めた山本進吾は、仕事もサスケも、新たな人生を始めようとしていたのでした。そして見事予選会を突破し、まずはサスケ第29回大会への出場権をつかむのでした。また、第29回サスケの開催に向けては、あの男も準備を進めていました。男の名は、山田勝美。ミスターサスケとして知られる山田勝美は、前回のサスケで約3年ぶりに引退をしています。そんな山田勝美はサスケ引退後、彼を慕う若者たちを集め、山田軍団黒虎を結成していたのです。かつて、完全制覇に最も近い男、と呼ばれながら、夢を叶えられなかった彼は、自らの夢を若い世代に託すのでした。そして、いよいよ世界大会の最終選考となる第29回サスケが2013年夏に開幕します。予選会を勝ち上がってきた山本進吾は、サスケオールスターズではなく一般参加者の一人として、ゼッケン36番で登場します。そして、気持ちも新たに挑んだサスケでは、一人目のファーストステージクリア者となり、会場を沸かせます。また、ゼッケン47番からゼッケン50番はついに山田軍団黒虎が登場。ところが、今回出場した4人の黒虎は全員即落ち。実際の放送でも彼らの挑戦のシーンは1分ほどしか流れず、前振りに使われた山田勝美の VTR の方が長いという結果に終わりました。その後は、朝和馬、菅野仁、又地亮、漆原裕二といったサスケ新世代の選手たちが軽々とファーストステージをクリアしていきます。また、かつて長野誠と共にファイナルステージに進出した経験のある元トランポリンプレイヤーの長崎俊介。トランポリン選手を引退した彼がサスケの世界に舞い戻り、ファーストステージを見事クリアします。そんな中、今大会で注目を浴びることとなった新世代の選手がいました。町の電気屋さん、北川電機店長、日置正史。かつてサスケ新世代のメンバーと共に予選会やマッスルパークで切磋琢磨していた日置正史ですが、他のメンバーと異なりなかなかサスケ出場の機会に恵まれませんでした。そんな日置正史は、2010年春の第25回サスケの開催前に、これまでサスケ挑戦を支えてくれた良き理解者であるまゆみさんと結婚します。岐阜の北川電機に勤めるようになった日置正史は、家族が一人増え、新たなパワーをもらったのか、ついに第25回サスケで初めて出場権をつかむのです。そして、今回の第29回サスケ挑戦にあたっては、長女が生まれたことでまた家族が一人増えました。そんな家族から見えないパワーをもらったのか、日置正史は自身初のファーストステージクリアを達成するのでした。こうして、実力者が順当にセカンドステージに進出するのですが、ここで彼らに難関が待ち受けていました。
逆流するプールを泳ぐバックストリームは、前回初登場した際はあくまで試験的な導入という意味合いもあったのか、流速が抑えられていました。しかし前回大会での実績を踏まえ、今回のバックストリームは流速がアップ。さらに、ステージ全体の制限時間も45秒短縮されていました。悪しき変貌を遂げたセカンドステージに挑戦者は大苦戦。山本進吾のリタイアに加え、セカンドステージ初挑戦の日置正史、水泳の経験もあった橋本浩二までもバックストリームでリタイア。そして、配管工に就職した又地良や靴の営業マンの漆原裕次らは、もともと水泳が極端に苦手だったこともあり、バックストリームで涙を飲むことになるのです。有力選手がセカンドステージで次々と力尽きていく様子は、まさに絶望的なものでした。そんな中、今大会では意外な人物が台風の目となります。高知大学4年生、森本裕介。7歳の時にテレビで山田勝美を見たその日から、少年の人生はサスケ一色になりました。小学生時代から毎日サスケのトレーニングを続け、中学3年生の時にはついにサスケ初出場。修行中、と書かれた T シャツを身につけ、サスケに挑むのでした。そんな少年も、気がつけば高知大学4年生の青年に成長していました。大学ではサスケの練習になるという理由でクライミング部に所属し、国体にも出場する実力者になっていたのです。また、クライミングジムでのアルバイトも始め、そこでついたあだ名は、サスケくん。そして、サスケ第29回大会に出場したサスケくんは、すでに修行中の T シャツを脱ぎ捨てていました。かつての長野誠を思わせる黒い装束に身を包んだ彼はついに覚醒します。ファーストステージをクリアし、さらに当時歴代最高難度だったセカンドステージも一人目のクリア者となるのでした。サードステージに進んだサスケくんを待ち受けるのは、クレイジークリフハンガー。ここをクリアした人類は未だかつておらず、あの漆原裕次ですらここで散っていました。しかし、当時全く無名の選手であった森本裕介が、なんとこのエリアをクリアしてしまうのです。そして、バーティカルリミットに進む森本裕介。人類で初めて、1センチの突起に指をかけます。このエリアも苦しみながらも突破。最終エリアのパイプスライダーまでたどり着いてしまうのです。彼の挑戦を見ていた他の常連選手も驚きを隠せない様子でした。そして、うまく体を振って最終地点までバーを進める森本裕介。ゴール地点への最後のジャンプ。しかし、わずか数センチ足りず、池に落下してしまいます。ファイナルステージに進むことはなりませんでしたが、それでも他の挑戦者や視聴者に大きなインパクトを残すのです。そして、森本裕介以外の3人のサードステージ進出者は結局皆クレイジークリフハンガーでリタイアしてしまい、彼が最優秀成績を残す結果となりました。サスケくん、森本裕介は、サスケ世界大会の日本代表入りが決定するのでした。最終的に日本代表に選ばれたメンバーは5人。森本裕介に加え、29回サスケでサードステージまで進んだ高橋健二、浅一馬、菅野仁の3名と、セカンドステージクリア目前まで迫った山本進吾が日本代表となりました。最もサスケ経験が豊富な山本進吾をキャプテンとして挑んだ世界大会では、3つのステージでタイムトライアルが行われます。走ったり飛んだりといった動きを中心としたジャンプステージ、パワー系の競技を中心としたパワーステージ、ぶら下がりを中心としたハングステージです。
この世界大会で日本チームは大活躍。しかし惜しくも優勝は逃し、森本裕介が個人銀メダル、日本チームとしては団体銀メダルの結果で終わります。というのも、この世界大会において、すべてのステージで圧倒的1位となり、個人、団体すべてで金メダルをかっさらった超人がいたのです。アメリカ代表、ドリュー・ドレッシェル。今や、現地で超人気番組となったアメリカ版サスケ、アメリカン忍者ウォーリア。アメリカ各地には忍者ジムと呼ばれるサスケ専用のトレーニングジムが存在し、出場希望者が集っていたのです。ドリュー・ドレッシェルはそんな忍者ジムで働くトレーナー。まさに、サスケを仕事としている男だったのです。そして、世界最強のサスケ戦士ドリューは、第30回サスケに向けてなんと緊急来日します。サスケ発祥の地、日本に、世界最強の戦士が殴り込みに来るのでした。こうして2014年夏に、サスケ第30回大会が開催されます。今回は、30回目の記念大会ということで、ゼッケン番号は2901番から3000番が使われました。そして、前回大会で一気に完全制覇の最有力候補に躍り出た森本裕介には、栄光のゼッケン3000番が授けられるのでした。今大会1人目のファーストステージクリア者は、山田軍団黒虎の瀬賀こと、ゲームセンター従業員の山本博重。ついに、黒虎からファーストステージ突破者が現れました。日置正史、菅野仁、浅一馬、漆原裕二、又地良といったサスケ新世代も順当にクリア。また、今大会で大きな注目を浴びることとなったサスケ新世代のメンバーがいました。コンクリートミキサー車運転手、川口智弘。中学生の時に両親が離婚したことがきっかけで素行が荒れ始めた彼は、高校も中退し、目標もなくフラフラする日々が続いていました。そんな時に見つけた目標、サスケ。両親の離婚以来離れ離れになっていた父とも、サスケが再び縁をつないでくれます。第30回大会、応援席には父の姿がありました。そして、父の応援のもと、川口智弘も見事ファーストステージをクリアするのでした。また、今大会は芸能界からも注目選手が登場です。人気エアーバンド、ゴールデンボンバーのドラム担当のダルビッシュ健二。自他共に認めるサスケマニアだった彼は、2年前のサスケに初出場するもあえなくリタイア。その後、あまりの悔しさにサスケ新世代の菅野仁に弟子入りし、一から体を鍛え上げていたのです。2年前とは明らかに体つきも変わっており、引き締まった肉体はまさにサスケ選手そのものでした。その実力は本物で、難関エリアも次々とクリア、反り立つ壁をも登り切って会場を沸かせます。クリア目前で惜しくもリタイアとなるものの、これを機に彼はサスケ常連選手の一人となっていくのでした。そして、金メダリスト、ドリュー・ドレッシェルは2991番で登場し、残り時間を30秒近く残してファーストステージをクリアしてしまいます。世界大会では苦汁を飲まされた森本裕介もファーストステージをクリア。マレーシアでのリベンジに燃えるのでした。そして、セカンドステージ。北川電機店長の日置正史は、今年長男が生まれたことで家族がまた一人増え、見えないパワーをもらったのか自身初のセカンドステージクリア。コンクリートミキサー車運転手の川口智弘も、自身初となるセカンドステージクリアを達成します。菅野仁、浅一馬といった新世代に加え、バックストリームが苦手だった配管工の又地良も徹底的なトレーニングで泳ぎを克服し、サードステージに駒を進めます。
そして、ドリュー・ドレッシェルも楽勝でサードステージ進出を決め、有力選手が出揃うのでした。一方、完全制覇に最も近いと言われた男たちがここで不覚を取ることになります。サスケの王様、漆原裕二は苦手だったバックストリームをなんとかクリアするも、スタミナを使い果たしてしまいオールリフティングでリタイア。さらに、栄光のゼッケン3000番をつけたサスケくん、森本裕介までもオールリフティングで力尽きてタイムアップしてしまうのです。もともとパワー系エリアを苦手としていた彼らが、ここで姿を消してしまいました。そして大本命不在で始まったサードステージ。やはり難関となったのはクレイジークリフハンガーで、ここで挑戦者は次々とリタイアしていきます。今回の注目株だったドリュー・ドレッシェルもここで消える中、今回はなんと2人のファイナリストが誕生しました。ファイナルステージ1人目のチャレンジャー、コンクリートミキサー車運転手の川口智弘。今回、初挑戦のサードステージをいきなりクリア。かつて生き別れたはずの父に、勇姿を見せることとなりました。2人目のチャレンジャー、配管工の又地亮。彼は、小学生の時にテレビで見た山田勝美、秋山和彦といったサスケ選手に憧れ、この世界に足を踏み入れています。2011年秋にはファイナルステージまで進出したことで完全制覇の有力候補になりますが、セカンドステージに水泳エリアが登場して以降成績が低迷していました。しかし、完全制覇の夢のために苦手だった水泳も克服し、ついにファイナルステージに返り咲いたのです。そんな又地亮は、今大会黒いタンクトップを身につけています。これは、サスケにおけるレジェンド、長野誠の服装を意識したもので、少しでも伝説に近づきたいという思いがあったのでしょう。そして、まずファイナルステージに挑む川口智弘のそばに、父の杉尾さんが近づきます。深夜の収録、凍てつく緑山で手先が冷えないよう、温かい缶コーヒーを渡すのでした。コーヒーをカイロ代わりに指先を温める川口智弘。いよいよファイナルステージに挑みます。復活したサスケライジングでのファイナルステージは今回が初お目見え。スパイダークライム12メートル、綱登り12メートルで構成され、制限時間は30秒。かつて長野誠によって完全制覇されたファイナルステージに近い構成となっていますが、制限時間は変わらずに全高が 1.5 メートル伸びており、その難度は天と地ほどの差があったでしょう。超難度のファイナルステージに、川口智弘は全く手足が出ず、ゴールには程遠いところでタイムアップ。川口智弘の惨敗を見た又地亮は、きついぞこれ、とつぶやきます。それでも、絶望的な難易度のファイナルステージに果敢に挑む又地亮。恐るべきスピードでスパイダークライム、綱登りを進んでいきますが、残り1メートルというところでタイムアップ。かつて長野誠が超えたファイナルステージと同じ設定であればクリアできたペースでしたが、生まれ変わったサスケには歯が立たず、ここで100人が全滅するのでした。そして1年後。2015年夏に、再び緑山スタジオに魔女が現れます。サスケ第31回大会が開催され、100人の猛者が集うのです。そして、会場に立つ又地亮の体には、100の文字が刻まれています。又地亮は、自身初のゼッケン100番を身につけるのでした。男に生まれたからには誰もが一度は夢見る完全制覇の頂。そんな子供のような夢を、大人になっても諦めきれなかった二人の男。森本裕介、又地亮。かつて山田勝美に憧れた二人の少年は、
大人になってゼッケン100番を背負うまでに成長していたのです。完全制覇に最も近い2人の男、彼らの最終決戦が今始まろうとしていました。100番。これはサスケにおいて最も名誉のあるゼッケンでした。100番は単なる競技の順番を示すだけでなく、最終競技者としてリタイアしていった仲間の思いを背負い、魔性と最後まで戦い抜く覚悟を表す番号です。過去には山田勝美、秋山和彦などもつけている100番のゼッケンですが、やはり、サスケの100番といえばこの男でした。宮崎の漁師、長野誠。全盛期には圧倒的な実力を見せつけ、2006年には史上2人目の完全制覇者となった長野誠は、レジェンド、と呼ばれるようになるのです。しかし月日が流れ、レジェンドの長野誠も徐々に成績を落としていくようになります。さらに、2012年にはサスケはサスケライジングとして生まれ変わり、これまででは考えられなかったような驚愕の新エリアが大量に導入されるのです。そして、長野誠は愚か、次世代を担う若手選手ですら思うような結果を残せなくなってしまいます。靴の営業マン、漆原裕二。164センチという小柄な肉体と体操競技の経験から、何かにぶら下がるエリアを得意としており、サードステージでは無類の強さを発揮しています。そして、2011年秋にはサスケ史上初の2度目の完全制覇を達成するのですが、それ以降は思うような結果を残せていません。幼少期に海で溺れたトラウマから水泳を苦手としており、サスケライジングの新エリア、逆流するプールを泳ぐ、バックストリームに苦戦していたのです。また、シルバーアクセサリーデザイナーの菅野仁も、サスケライジングには苦戦を強いられていました。国士舘大学の体操部出身だった菅野仁は、漆原裕二と同じくサスケ新世代と呼ばれ、かつてはファイナルステージまで進出したこともある選手です。しかしそんな菅野仁もサスケライジングの新エリアには辛酸を舐めています。菅野仁が苦しんでいたのは、サードステージのクレイジークリフハンガー。3センチの突起にぶら下がる名物エリア、クリフハンガーの進化系とも言えるエリアで、3つ目の突起と4つ目の突起が向かい合わせに配置されています。突起の距離は180センチ。体を大きく後ろに振って飛び移らなければいけないのです。2012年年末の第28回サスケから、2014年夏の第30回サスケまで、菅野仁はこのエリアで3連敗していたのでした。長野誠、漆原裕二、菅野仁、歴史を作った選手たちでも歯が立たないサスケライジング。絶望的な難易度の魔性に抗い続ける人類は、100番を任せられる次世代の選手の出現を待っていたのかもしれません。そんな中、鋼鉄の魔性の陥落目前まで迫り、100人目の挑戦者に選ばれた2人の男がいました。サスケくん、森本裕介、配管工、又地亮。彼らは、体操競技出身の漆原裕二や菅野仁と異なり、幼少期のスポーツ経験はありません。小学生の時にテレビで見たサスケに憧れ、子供の頃からサスケのトレーニングのみを行っていたのです。森本裕介は大学時代からクライミングを始めるも、これもサスケの練習になるという理由からでした。そして、10代の頃からサスケに出場していた彼らは、大人になってその秘めたる力を覚醒させます。第29回サスケで人類で初めて、クレイジークリフハンガーをクリアした森本裕介は、翌年の第30回サスケで100人目の挑戦者となります。30回記念ということで2901から3000番のゼッケンが使われた今大会で、栄光のゼッケン3000番を託されるのでした。
そんな第30回サスケで活躍したのは又地諒。森本裕介でもクリアできなかったサードステージを突破し、ファイナルステージへの扉をこじ開けた彼は、完全制覇まで残り1メートルまで迫るのでした。そして、2015年夏にはサスケ第31回大会が開催されます。この大会では、又地諒が自身初のゼッケン100をつけることとなるのでした。原点回帰をテーマとした今回のファーストステージは、過去のエリアをリメイクした新エリアが登場しました。第1エリアのローリングヒルは、第1回サスケの滝登り、滝下りを合体させたようなエリアです。また、かつてセカンドステージにあったタックルマシンというエリアがリメイクされ、3つ合わせて480キロの重りを前に押し込むタックルが登場。反り立つ壁の直前に置かれたことで、脚力を消耗しきった状態で壁を登らなければいけなくなりました。難易度の上がったファーストステージですが、ゼッケン31番、北川電機店長の日置正史のクリアを皮切りに、常連選手たちは次々とクリア。山田軍団黒虎、山本博重、ゴールデンボンバードラム、ダルビッシュ健二、世界大会金メダリスト、ドリュー・ドレッシェルらが続きます。昨年片枠大工に転職した浅和馬、シルバーアクセサリーデザイナーの菅野仁、コンクリートミキサー車運転手の川口智弘といったサスケ新世代の順当に突破。また、ゼッケン91番で登場した高知大学大学院2年生、森本裕介にとってもやはりここは通過点でした。こうして、97人の挑戦が終わった時点で17人がファーストステージをクリアとなり、あとは最強の3人を残すのみでした。レジェンド、長野誠、唯一2度の完全制覇、漆原裕二、100番、又地諒。ところが、なんと彼ら3人は全員、反り立つ壁でタイムアップに終わるのでした。3人とも小柄な体型だったこともあり、直前のタックルで予想以上に脚力を消耗してしまったのだと思われます。完全制覇に最も近い男、又地諒は結局ファーストステージで姿を消すことになるのでした。ファーストステージをクリアした17人のうち、8人がサードステージまで進みました。前回大会、苦手なパワー系エリアに苦戦してセカンドステージリタイアとなっていた森本裕介も、1年間の血の滲むようなトレーニングの末、今大会はなんと最速タイムでセカンドを突破しています。そして、新エリアのサイドワインダーが登場したサードステージですが、やはり難関となったのは、クレイジークリフハンガー。8人中6人がここでリタイアする結果に終わる一方で、シルバーアクセサリーデザイナーの菅野仁はついに、クレイジークリフハンガーを突破します。ところが、彼の行く手を阻んだのはその次の、バーティカルリミット回。1センチの突起を掴んで進むこのエリアは今大会からマイナーチェンジが施され、途中に30センチの空白が追加されたのです。30センチの段差で腕力の限界を迎えた菅野仁は、ここでリタイアとなるのでした。そして、クレイジークリフハンガーを突破したもう一人の男は、サスケくん、森本裕介。続く、バーティカルリミット回に挑む森本裕介もまた、30センチの段差で腕力の限界を迎えます。ところが、ここで彼の肉体にある変化が起こるのです。森本裕介の表情がみるみるうちに険しくなっていき、まるで鬼のような表情になるのです。サスケくん、鬼の形相。鬼となったサスケくんは、人知を超えたパワーを発揮します。30センチの段差をねじ伏せ、バーティカルリミットをクリアしてしまうのです。
さらに、2年前のサスケで涙を飲んだ、パイプスライダーにもリベンジを果たし、自身初のファイナルステージへ進むのでした。サスケくん、森本裕介。サスケ初出場から8年、ようやくファイナルステージの麓に立つのでした。ファイナルステージに挑む森本裕介に、スタッフが安全のためハーネスを装着します。このハーネスつけるのも夢だったんですよ。そう語る森本裕介の顔には、自然と笑顔が溢れていました。そして、いよいよ難攻不落の魔城と最終決戦を迎える森本裕介。スパイダークライムを恐るべきスピードで登り切り、綱に手をかけた森本裕介は、再び鬼になります。鬼の形相となった森本裕介は、ついに天の頂に手をかけるのです。史上4人目の完全制覇者が誕生します。かつてはファーストステージすらクリアできなかった少年は、大人になって史上最強のサスケ戦士に成長していたのでした。そして、森本裕介が金字塔を打ち立ててから1年。サスケ第32回大会が開催されます。完全制覇者森本裕介は、大学院を卒業し、ソフトウェアエンジニアとして制御機器メーカーのアイデックに就職していました。新入社員として忙しい日々を送る森本裕介は、トレーニング不十分の状態ではサスケに顔向けできないという理由で、今大会は欠場していたのです。また、今回の第32回サスケでは、もう一つ大きなニュースがあります。レジェンド、長野誠がサスケ引退を表明していたのです。人生最後のサスケ、長野誠が身につけた自身15度目のゼッケン100番が、彼の花道を飾るのでした。史上初の完全制覇者、秋山和彦、ミスターサスケ、山田勝美、レジェンド、長野誠。かつて100番で戦った生ける伝説たちは、もう緑山の舞台にはいません。しかし、サスケには新たな伝説を継ぐ者がいます。2017年春に放送された第33回サスケ。この大会で、新たなレジェンドの後継者が100番をつけます。完全制覇のサスケくん、森本裕介。彼が、次世代の不動の100番となるのでした。今大会、サードステージまで進んだ森本裕介の目の前に広がるのは、悪しき変貌を遂げた新エリアの数々でした。クレイジークリフハンガーは、ウルトラクレイジークリフハンガーに進化。背面へのジャンプが2回に増えた上に、3つ目の突起は上下に連動しているのです。そして、その次の、バーティカルリミットのパワーアップ。1センチの突起のついた板は3枚構成となり、途中の空白は30センチ、60センチとなっています。さらに、序盤のエリアである、フライングバーも一筋縄ではいきません。赤い皿状の部分に乗ったバーにぶら下がり、バーごとジャンプして次の皿に移るエリアですが、少しでも距離感を誤れば即沼地です。ゼッケン100番で戦う森本裕介も、なんとフライングバーで痛恨のミス。結局、今大会はアメリカ代表のドリュー・ドレッシェルが最優秀成績者となるのですが、彼もウルトラクレイジークリフハンガーでリタイア。誰もバーティカルリミットに触れることなく100人が全滅するのでした。そして、2017年秋の第34回サスケでは、サードステージクリアに向けてトレーニングを重ねてきた森本裕介が再びサードステージに挑みます。前回涙を飲んだフライングバーにリベンジ。ウルトラクレイジークリフハンガーまで到達します。そして、森本裕介はこのエリアを突破するのです。いよいよ3枚バージョンのバーティカルリミットに挑む森本裕介ですが、1センチの突起にぶら下がった直後、
彼の体に変化が起こります。なんと、森本裕介の指先の力が限界を迎え、彼は鬼の形相となるのです。しかし、鬼となった森本裕介ですら、新バージョンのバーティカルリミットにはまるで歯が立たず、1枚目の中盤で力尽き、クリアには程遠い結果に終わってしまうのでした。そして半年後。2018年の春には、サスケ第35回大会が放送されます。サスケくん、森本裕介はサードステージへのリベンジのため、重量20キロのベストを着込んでバーティカルリミットの特訓を重ねてきました。しかし、そんなサスケくんの前に、リニューアルされた過去最高難度のファーストステージが立ちはだかります。ファーストステージ史上最難関の新エリア、ドラゴングライダー。トランポリンでジャンプしてバーをつかみ、勢いよくレールを滑走して向こう岸を目指します。レールは途中で分かれているため、タイミングよく手を離して2本目のバーに飛び移る必要があるのです。そして、そんな第35回以降のサスケは、動画配信サイト、パラビでご覧いただけます。動画の概要欄にリンクを貼っていますので、興味のある方はアクセスしてみてください。サードステージに惨敗したサスケくんのリベンジマッチ、そしてついに明らかになる新ファイナルステージ。その姿は、我々の想像をはるかに超えるものでした。一方で成績低迷にあえぐ又地良や漆原裕二といったサスケ新世代の男たちも、再起をかけた戦いに挑んでいきます。さらに、サスケ新世代よりもさらに若い、いわゆる森本世代と呼ばれるサスケ選手たちも、次々と頭角を現していくことになるのです。そして、山田勝美。彼の率いる山田軍団黒虎からも、最高傑作と呼ばれる怪物がいよいよサスケデビューを果たすこととなります。これまで、4人の完全制覇者が現れたサスケ。秋山和彦、長野誠、漆原裕二、森本裕介。鋼鉄の魔城を攻略し、5人目の完全制覇者となる男は現れるのでしょうか。